最先端ゲームの感動体験をすべてのユーザーに。シリーズ初となるオープンワールドの採用、アクション性の高いバトルシステム、フォトリアルなグラフィックが特徴の本作。ただ、今までのシリーズ作品とは異なる部分が多く、自己犠牲がテーマとなるストーリーもあって、2022年5月時点では累計売上本数は1000万本を突破するものの、その評価は賛否両論となりました。今回はそんな第15作目、ファイナルファンタジー15のストーリーを振り返りたいと思います。どうも、エトです。このチャンネルでは今後も様々なゲームのストーリー解説などを行っていく予定です。よろしければチャンネル登録、高評価で応援してもらえると嬉しいです。まずは概要です。本作は2016年11月29日、PS4、Xbox One 向けに発売され、シリーズ初となるオープンワールドの採用や、コマンドバトルではないアクション性の高いバトルが大きな特徴です。また、ゲーム本編では描かれなかった王とインソムニアでの激しい戦いを CG 映像作品として、主要キャラクターの過去の掘り下げをアニメとして描き、ゲームの発売前に横展開したことでも話題となりました。そして発売後も定期的なアップデートを行い、最終的には本編を拡張するロイヤルパック、追加エピソードを描く5本の DLC を発売している大規模な作品となっています。ここから先は動画の内容上、ストーリーに関するネタバレが含まれますので、視聴の際はご注意ください。それでは、そんなファイナルファンタジー15の気になるストーリーを見ていきます。これは真の王が星を救う物語。世界は機械技術によって圧倒的な軍事力を持つニフルハイム帝国に掌握されようとしていました。しかし、それに最後まで抗い続けた国がありました。クリスタルの加護による魔法の力で栄えてきたルシス王国です。そんな二国間の長きにわたる戦争が今終わりを告げようとしていました。双方は停戦協定を結ぶことに合意し、和平の証として帝国の管理下にあるテネブライの令嬢ルナフネーナとルシスの王子ノクティスの結婚式を執り行うことを決めたのです。そんな中、停戦協定の調印式を数日後に控えたノクティスは、結婚式が執り行われるアコルドの首都オルティシエに向けて3人の友人と共に王都を立つことになります。王の盾として代々王家に仕えてきたアミシテア家のグラディオラス、執事として仕えてきたスキエンティア家のイグニス、そして王家とは何の関わり合いもない一般市民で親友のプロンプト。この4人は玉座の間で旅立ちの挨拶をし、レギスも王としてそれを了承します。城を出た4人は車に乗り込もうとしたところでレギスに呼び止められます。レギスは言い忘れたことがあるというと、友人である3人に息子のことを頼み、大事な友人や未来の奥方となるルナフネーナに失礼がないようにとノクティスに伝えます。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コルが車で待ってんだろ。ドラット、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。そして何かを悟ったかのように、この旅は途中で投げ出すことは許されないと念を押し、最後に王家の人間として、自分の息子として常に胸を張れと伝え、王としてではなく父親として息子を送り出すのでした。覚悟しておきなさい。そんな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。
場面は変わって、王とインソムニアを出て少し進んだ荒野の中。無茶な運転で譲り受けたリギスの愛車、レガリアを故障させてしまった4人は、近くにある整備工場、ハンマーヘッドに立ち寄ることを余儀なくされます。仕方ないさ。こうして故障した車を手で押しながら工場まで運ぶことになった4人の旅は、前途多難なスタートを切ることになります。おい起きろ。俺働き。スカ車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備行くぞ。はせーの。しかし、これはこの先に待ち受ける過酷な運命の序章に過ぎないと、この時の4人はまだ知る由もないのでした。押してるよ。押してる。もう近いはずだが。ハンマーヘッドに到着すると、シドの孫娘で整備士をやっているシドニーが出迎えてくれます。そしてレガリアを故障させたことに小言を言いながらシドも姿を見せ、レガリアをガレージに運ぶように指示します。整備が終わるまでの間、ハンマーヘッドに滞在することになった4人は、シドの計らいもあり、野獣討伐をして整備費用でなくなった旅の資金を稼ぐことになります。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。頼まれた依頼をこなしているうちに整備も終わり、レガリアに乗って再び旅を続ける4人。ガーニラと船場に向かう道中で、シドニーに頼まれた荷物を下ろすために、レストストップ、ランガウィータに立ち寄ります。よくここがそこでルナフネーナとの伝達役である犬のアンブラと再会し、手帳を受け取ります。ちょっと待ってな。時は12年前に遡ります。怪我の療養のためにテネブライを訪れたノクティスは、そこで初めてルナフネーナと出会います。療養を終え、ルシスへと戻る前にルナフネーナから手渡されたのがこの手帳で、二人が連絡を取り合う大事なきっかけになったものでした。お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。ノクティスはテネブライをもうすぐ経つというルナフレアに返事を記入し、アンブラに手帳を返します。いいぞ。気をつけて帰れよ。こうして再びガーディナに向けて出発した4人は、ラジオから流れるルナフレーナの停戦協定に関する声明を聞くことになります。彼女はその中で婚約したこと、結婚後もカンナギの使命は変わらず続け、各地に祈りを捧げていくことを語ります。カンナギとは、星の力を授かり、神と対話できる能力を持つ巫女のことで、代々フルーレ家の血筋に引き継がれてきました。これまでと同じように、私は皆さんの住む地を訪れ、祈りを捧げていきます。そんな二人の婚約は政略的な意味合いの強いものではありましたが、当の二人は窮地の中であり、ルナフレーナも望んでいたものであり、ノクティスもまた表には出さないものの望んでいたのです。新郎も文句はねえんだろ。あ、何それ、テレ、はぁ？ガーディナに到着した4人は船に乗るために早速港へと向かいますが、途中でうさんくさい男に突然話しかけられ、船が出ていないことを聞かされます。本当かどうかを確かめるためにすぐに港へと向かいますが、船は一隻もなかったのです。おい、あんた何なんだ？見ての通りの一般人。ねえわ。途方に暮れる4人でしたが、港にいた青年ディーノに話しかけられ、ノクティスが王子であることを知っていると話し、素性をばらされたくなければ話を聞くようにと取引を持ちかけられます。その取引は宝石の原石を取ってきてほしいというもので、
その代わりに船に乗れるように話をつけておくという内容でした。新聞記者だというディーノと敵対するわけにもいかないため、取引に応じることにした4人は指定された採掘場へと向かうのでした。これ宝石の原石。代わりに船乗れるよう話つけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。採掘場に到着した4人はそこで眠っている巨鳥ズーと遭遇します。起こさないように慎重に進み、無事に原石を手に入れた4人はディーノの元へと戻ります。そして取引は成立し、船の手配は明日になると聞き、その日はホテルで一泊することをするのでした。一方その頃、その日、王都インソムニアでは調印式が行われる予定でした。しかし、ニフルハイム帝国はインソムニアを守る魔法障壁の消滅を合図に裏切り、王都城を中心に襲撃を開始します。帝国の裏切りを最初から見抜き、応戦の準備を整えていたレギスでしたが、ダイヤウェポンをはじめ、死骸を兵器として投入する帝国の圧倒的な軍事力の前には歯が立たず、王都は一夜にして陥落、クリスタルも奪われてしまいます。そして圧倒的な力を持つ帝国の将軍グラウカによって、グラディオの父であるクレイラス、王であるレギスまでもが命を落とすことになるのでした。この絶望的な状況に抗い、最後まで戦った王の剣の物語は、キングスレイブ FF15 で語られることになります。翌日、船を待っていた4人は、新聞記事からその衝撃的なニュースを知ることになります。王都が陥落した。王都の陥落。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあり、帝国軍は王都城周辺を爆撃。国王陛下であるレギスが死亡したと。国内のすべての新聞がそう報じたのです。帝国軍は王都城周辺を爆撃。国王陛下が死亡。調印式が昨日行われることを知らずに、オルティシエに向かうために船に乗ろうとした矢先に起きた悲劇。そのニュースは4人にとって寝耳に水であり、その真相を確かめるためにも一度王都に戻ることを決意します。しかし、あまりにも衝撃的な事実をノクティスはまだ受け入れられないのでした。だといいのに。他に情報は？自分たちで見てくるしかねってことか。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろう。どうだ？ああ。インソムニアのゲートへと急いで戻りますが、すでにゲートは帝国軍によって封鎖されていました。迂回してインソムニアが見える丘を目指しますが、その道中にも帝国兵が配備されており、それらを蹴散らしながら進んでいきます。そして丘の上にたどり着いた4人が目にしたのは、魔法障壁のない荒れ果てた王都の姿だったのです。続々と王都へと押し寄せる帝国の揚陸艇を目撃しながら、かかってきた電話に出るノクティス。それはルシスの将軍コルからでした。ノクティスは矢継ぎ早に今起きていることを確認しようとしますが、コルは今からハンマーヘッドに向かうことと、レギスが死亡したという事実だけを伝えます。そして何が起きたかは必ず教えると言い残し、ノクティスたちも今すぐその場を離れてハンマーヘッドに向かえと指示するのでした。陛下は亡くなられた。何が起きたかは必ず教える。まずそこを動け。それを聞いたノクティスはコルの指示を黙って受け入れ、ハンマーヘッドへと戻るしかないのでした。
将軍か。なんとハンマーヘッドに行くって。陛下は王都襲撃で亡くなったと報じられたルナフレーナは生きて王都を脱出していました。そこでアンブラとプライナに再会し、ノクティスが返事を書いた手帳を受け取り、安堵の表情を見せます。そして神の使いであるゲンティアナにレギスから託された紅葉の指輪を見せ、休む暇もなく神王の力となるために六神を眠りから呼び覚ます受けを行うための旅を始めるのでした。4人はハンマーヘッドへと戻りますが、コルの姿はすでにそこにはありませんでした。すまない。そこで伝言を残したというシドから話を聞くことになります。シドから帝国の目的がクニスタルと指輪を奪うことだったと聞く4人。最初から帝国側に停戦の意思はなかったのです。レギスが帝国に騙されたと思っているノクティスに対し、シドはそうではないと語ります。レギスは最初から襲撃されることを知った上で王都で迎え撃ったのだと。しかし応戦の準備をしていても力を及ばなかったのが現実だと。最後まで王としてルシス王国のために立派に戦ったレギスの真意を悲しげに語るのでした。だが備えちゃいたが力及ばなかったってのは現実だ。細けいことはコルの坊主に聞きな。俺はレギスと顔も合わせちゃいねえんだ。もう何年も前からな。そして北西にある王の墓所に向かえとコルからの伝言を伝えます。王の墓所近くにある荒野の野営地に到着した4人は、グラディオの父、クネイダスの直属の部下であるモニカと再会します。モニカは警護隊はほぼ全滅し、グラディオの妹であるイリスを保護しながら脱出するのが精一杯だったと語り、脱出したイリスは現在レスタルに向かっていると伝えます。グラディオは妹を助けてくれたモニカに感謝を伝え、4人はこの先の王の墓所で待っているというコルの元へと向かうのでした。墓所の中でようやくコルと再会する4人。コルは亡き王の魂に触れ、力を得るようにと伝えます。それが神王であるノクティスの使命だと。国もないのに使命を果たすと言われたノクティスは冒頭を言いますが、コルはお前の自覚を待っている暇などないと一括し、王には民を守る責務があると語ります。それに対し、王が守るのは息子ではないと反応するノクティス。コルはいつまで守られる側でいる。お前はすでに王の責務を託されたのだ、と返します。出発の日のことを思い返したノクティスは、なぜこのことを言わず笑って送り出したんだ、とやるせない気持ちを吐露します。いつまで守られる側でいる。お前は王の責務を託されたんだ。託したって。じゃあなんで言わなかったんだよ。笑って送り出しただろ。俺は。それに対してコルは、あの日は王としてではなく、父親として息子を送り出したかったからだと伝え、息子であるノクティスになら、神王になら、この国を、民を託せると信じたからだと、レギスの気持ちを代弁するのでした。お前になら、神王になら、この国を、民を託せると信じたからだ。勝手なこと言いやがって。
それを聞いたノクティスは吹っ切れたように歴代王の力を受け継ぎ、歴代王の武器であるファントムソードの一つを手に入れます。こうしてノクティスはルシス王国の再起を図り、帝国軍と戦うための力を得るために、王の墓所にある歴代王の力を求めて各地を旅することになります。まずはこの近くにあるというキカトリーク塹壕跡の奥にある墓所を目指します。そこに向かうまでの間、コルも同行してくれますが、到着した後は帝国の動きが気になると言って周辺の探索を行うために別行動をすることになり、そこで別れることになります。4人は最深部にあった墓所で2つ目の武器を手に入れます。そして塹壕跡を出ようとしたところでコルから連絡を受けます。コルは西のダスカ地方へとつながる道に帝国軍が基地を作ろうとしていることを伝え、封鎖線として機能する前に潰すようにと指示します。そして作戦の詳細はモニカから聞くようにと話し、急いでモニカの元へと戻るのでした。モニカから北ダスカ封鎖線への侵入経路を聞いた4人は、二手に分かれて突入することになります。ノクティスはコルと2人で内側から奇襲を、グラディオたち3人とモニカは外側から敵の陽動を図ることになります。こうして封鎖線のゲートは開かれますが、そこに若くして帝国の准将に抜擢されたロキが現れ、10魔導アーマー、キュイラスに乗って襲いかかってきます。ここで死んで終わりにしちまえよ。なんとかこれを倒した4人は無事に封鎖線を潰すことに成功します。安心したぞ。俺はまた帝国への監視を続ける。では、いずれまた会おう。そして帝国の監視を続けるというコルトはここで別れ、見たことのない景色が待つ新たな地、ダスカ地方へと向かうのでした。一方その頃、ニフルハイム邸とグラレアでは、王都襲撃の際にダッシュできなかった紅葉の指輪の行方を追っていました。指輪さえ手に入ればいいという皇帝イドラは、指輪を持つルナフネーラを見つけ次第殺せと命令します。しかし科学者のバーサタイルは人知を超えた力である六神の力を王に与えるというカンナギを研究材料にしたいという思惑があり、ひとまず捉えてみてはと進言します。そしてその意見を属領出身でありながら将軍に新しく抜擢されたルナフレーナの兄レイブスにも投げかけますが、レイブスは行方の知れない王子とカンナギの捜索に引き続き当たると冷静に返し、その場を収めるのでした。そなただ。ですが今はどちらの行方も知れぬ状況。軍は引き続き王子とカンナギの行方を捜索してまいります。光よ、我がクリスタル。ダスカ地方へと入った4人は目の前に広がる世界での冒険に備えて給油するためにスタンドに立ち寄ります。そこでかかってきた電話に出るノクティス。電話の相手はレスタルムに向かったというイリスからでした。イリスはノクティスの無事を確認し、レスタルムの町に到着したこと、そこにある宿で待っていることを伝えます。レガリアに乗って旅を続けた4人は、ようやくダスカ地方のさらに西、クレイン地方にあるレスタルムに到着します。到着後、イリスが滞在しているというリュウエイホテルに向かい、イリスと合流します。そこにはイリスの他にアミシテア家に仕えるジャレットと孫のタルコットもいました。早速当時の王都の様子をイリスに確認するノクティス。イリスは王都城周辺が集中的に狙われたことを伝えます。
さらに、ルナフネーナがレスタルムを訪れていたことをこの町の噂で聞いたと伝え、噂ではあるものの彼女の無事も伝えます。ありがとな。なんだよ。ルナフレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。でもすぐに町を出たって、無事でよかったじゃん。それを聞いて少しだけほっとしたノクティスは、その夜、久しぶりにベッドでぐっすりと眠るのでした。じゃあ、ゆっくり休んでね。翌朝、寝坊したノクティスは、ホテルで待ってくれていたイリスの案内で、街を散策することになります。散歩行っちゃったよ。街見てくるって。ね、私たちも行こう。わかった。よーし、案内するね。街を一通り回った後にホテルに戻ると、タルコットが、この近くの滝の中に伝説の剣があるという話を聞いたと教えてくれます。4人は場所の分かっていない墓所の一つかもしれないと思い、その場所へと向かうことにします。滝の洞窟であるグレイシャー洞窟へと向かった4人は、その最深部で墓所を発見し、そこで歴代王の力を得て、新たにファントムソード召喚の能力を身につけます。洞窟を出た矢先、ノクティスは謎の頭痛に襲われ、メテオが落下した時に形成された巨大なクレーターであるカーテスの大皿と思われる景色や断片的な映像として頭をよぎります。なんだ、どこだ。どうした。穴の中でなんか燃えてた。あれメテオか。カーテスの大皿が見えたのか。そして報告に戻ったホテルでもまた頭痛に襲われ、今度は巨神タイタンがメテオを担いでいる映像までもが頭をよぎります。頭痛がカーテスの大皿に関係あるなら何かわかるかもしれないと考えた4人は、カーテスの大皿を見るために展望公園へと向かいます。望遠鏡もあるよ。行ってみようか。ああ、痛みがそこと関係しているなら何かわかるかもしれない。そこでガーディアンであったうさんくさい男と再会することになります。またお前か。その男は巨神が隕石の下で王を呼んでいると話し、神の言葉は人にはわからないから頭が痛くなる人もいるかもしれないと、まるでノクティスの状況を知っているかのような口ぶりで話をします。さらに何かを伝えようとしているから会いに行ってみてはと提案し、一緒に行こうと話を持ちかけます。4人は半信半疑でしたが、他に手がかりもないため、その話に乗ることにします。乗るか。行ってみて。やばけりゃ戻る。ああ、じゃあそれで。その男は自分のことをアーデンと名乗り、現地までお互いの車で移動して向かうことになります。そしてアーデンはなぜかノクティスを運転手に指名し、断るわけにもいかないため、しぶしぶレガリアを運転することになるのでした。よし、準備しようか。ここから目的地であるカーテスの大皿まで、後ろについて来られなければゲームオーバーだというメタ発言をし、先行したアーデンの車を追いかける奇妙なドライブが始まります。その道中で4人は宿泊するために立ち寄ったスタンドのラジオから流れてきたルナフネーナがカンナギに就任した際の演説を聞きます。まだテネブライにいた頃、病に苦しむ人々は歴代最年少でカンナギになったルナフネーナのもとに集まってきました。それはルナフネーナが祈りを捧げることで、怪我や病気の苦痛を癒す力を持っていたからです。命を育みし星よ、人々を闇よりお守りください。申し訳ありません。すぐには無理なのですが、何日かすれば。
なんという。ありがとうございます、ルナフレーナ様。その後、彼女は苦しむ人々のために各地を訪問し、祈りを捧げ、世界中の人々から慕われる存在となっていったのでした。本当にありがたいことで。では始めましょう。ようやくカーテリスの大皿に到着した4人は、アーデンのおかげで奥へと続くゲートを開けてもらいます。無事に送り届けたというアーデンとはここで別れ、奥へと進み、その先にあった遺跡の中で墓所を発見し、歴代王の力を手に入れます。それじゃごきげんよう。その直後、大きな地震が発生し、ノクティスとグラディオの2人は谷底へ落ちてしまいます。止まったか。そして神話の再来のように巨神タイタンが目覚め、ノクティスに何かを語りかけますが、神の言葉がわからないノクティスは頭が痛くなるだけでした。こうして谷底に落ちた2人は、イグニス、プロンプトとは別行動でタイタンの元に向かうことになります。降りられる場所探せ。わかった。俺たちも進んでみる。道中、別行動のイグニスから連絡を受け、帝国兵がこの場所に向かっていることを聞きます。帝国もまた目覚めた巨神に気づき、巨神を討伐しようとしていたのです。キルト、帝国兵を見たっぽい。ようやくタイタンの元にたどり着いたノクティスはタイタンに話しかけますが、神の言葉はやはりわからず、頭痛に襲われるだけでした。その直後、容赦なくタイタンは襲いかかり、巨神の啓示を受けるための試練が開始されます。おいおい、マジか。規格外のスケールのタイタンの拳を受け止めながら応戦するノクティス。合流した仲間たちと協力してタイタンの腕を破壊することで、なんとかタイタンを撃破します。終わりだ。こうして啓示を受けたノクティスは巨神の力を手に入れ、その影響でルナフレーナが巨神と受けを行う姿が映像として頭によぎります。お前、ルーナと話したのか。巨神の力を得たことでタイタンは帝国軍の揚陸艇を破壊しながら消滅し、地面からマグマが噴き出し、4人は退路を失います。かなりやべえな。この絶体絶命な状況に、一隻の帝国軍の揚陸艇が4人のもとに飛来します。その中にはアーデンの姿があり、自分の本名はアーデン・イズニアだと名乗ります。そう、彼は帝国軍の宰相だったのです。助けに来たというアーデンの話はにわかには信じがたいものですが、一刻を争う状況の中、ここでは死ねないというイグニスの判断に従い、4人はアーデンの揚陸艇に乗り込むのでした。でも今はさ、助けに来たんだ。ここで捕まえたりしないって。どうする？選択肢は2つ。
生きる？なんだよ、死ぬの？とりあえずここでは死ねない。行こう。いいな、ノクト。分かった。アーデンに助けられてから数日後、超隕式襲撃に関わった人間の行方を捜索するという名目で、帝国軍によってダスカ地方が封鎖されたというニュースが入ります。ダスカ地方の封鎖は超隕式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。全ては市民の安全のためであると理解願いたい。そしてクレイン地方で頻発していた地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことだと報じ、すでに巨神は討伐したとの発表が帝国軍から行われます。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。チョコボポストウィズに身を潜めていた4人は、カーテスの大皿に止めていたメガリアが行方不明になったことで、移動手段を失い、途方に暮れていました。守ってったのが帝国軍って可能性もあるな。そんな中、アンブラを見つけた4人は、その後を追いかけ、ゲンティアナと出会います。ゲンティアナ？ゲンティアナはノクティスに、クリスタル奪還に向けて雷神の啓示により力を手に入れるように指示します。そして、ルナフレーナの無事を確認するノクティスに、彼女はすでに雷神との受け入れを済ませ、紅葉の指輪とともにスイとオルティシエで待っていると伝えると、その場から姿を消します。ルナフレーナは受けを終え、紅葉の指輪とともにスイートにて待つ。早くお会いなさい。ゲンティアナは六神の使いとされる24種の一人であり、カンナギを支える存在だったのです。ほう。でかい話になってきたな。ノクティスはアンブラから手帳を受け取ると、ルナフレーナの無事を確認し、返事を記入するのでした。俺は無事だって。待たせて悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。場面は12年前のテネブラへ。ルナフレーナは創世記に書かれていたクリスタルについて、ノクティスに優しく説明していました。クリスタルが真の王を選び力を与えること。それまでの間、クリスタルは歴代王によって代々守られてきたこと。そしてクリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができることを。その話を聞いたノクティスは自分に本当にできるのかと不安になりますが、ルナフレーナはカンナギである自分が全力でノクティスを助けると約束し、それに勇気づけられたノクティスもやってみると話し、必ず自分がやっつけると約束するのでした。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか。やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。こうしてゲンティアナの導きに従い、雷神の啓示を受けるために3カ所にある石碑を巡ることになります。この声を、天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。雷神が目覚めた影響で激しい雷雨が続く中、一つ目の石碑を発見します。そして石碑に触れた瞬間、ノクティスはゲンティアナとの初めての出会いを思い出します。突然目の前に現れたゲンティアナに驚くノクティス。ゲンティアナは六神の使いである自分の存在をルナフレーナから聞いていないかと尋ね、ノクティスはルーナに少し聞いただけで詳しくは知らないと答えます。ルーナという呼び方を聞いた彼女はルナフレーナのことかと言い直し、ノクティスもそう呼ぼうとしますが、
うまく発音できなかったのです。そう、ノクティスがルナフレーナのことをルーナと呼ぶのは発音できなかったことがきっかけだったのです。そしてゲンティアナはカンナギと王はこの世界を守るという使命のために共にあるべき二人だと幼いノクティスに語るのでした。この世界を守るという使命のために。この後、無事に二つ目の石碑にも触れ、4人は最後の石碑があるという星尾洞窟へと向かいます。洞窟の最深部で石碑を発見し、それに触れて啓示を受け、雷神の力を手に入れます。そしてその際にルナフレーナが雷神ラムート受けを行う姿が映像として頭をよぎるのでした。星尾洞窟から出ると、嘘のように激しい雷雨はピタッと止み、快晴へと変わります。なんだありゃ。前とは比べ物になんないよ。その快晴の中を帝国の飛行基地が飛んでいくのを目撃した直後、シドニーから電話が入り、レガリアが帝国軍の基地に保管されていることを聞きます。こうして4人はレガリアを奪還するためにアラキオル基地へと向かうのでした。いや、いい。情報あればいい。あれ、大丈夫？うん、大丈夫。どうもな。じゃ。アラキオル基地に到着した4人はひとまず作戦を立てるため、近くのシルベでキャンプをし、イグニスの指示のもと深夜に潜入することになります。敵に気づかれるまでの時間が少しは稼げる。基地内の警備は厳重で、魔導アーマーまで投入されていましたが、その監視の目をかいくぐりながらレガリアを探すために奥へと進みます。隠れてろ。ようやくレガリアを発見するものの、その場を重魔導アーマーマニプルスに見つかってしまい、戦闘を避けることができなくなり、作戦を変更し、魔導装置を破壊して敵の弱体化を図ることになります。作戦の変更だ。ノクト、魔導装置を積極的に攻めろ。敵を弱体化できる可能性がある。隠れる必要は？もう見つかってる。好きにやれ。その戦闘の中でノクティスは雷神ラムーを召喚し、裁きの雷で基地内の敵を一掃するのでした。4人は圧倒的な六神の力に驚きながらもレガリアの元へと戻ります。その直後、背後から帝国の将軍レイブスが現れます。レイブスはノクティスに向かって刃を突きつけ、歴代王の力も満足に使いこなせない無力で愚かな男だと挑発します。それに対してノクティスは帝国に入って妹のルーナまで狙うのはどうなのかと反論しますが、敵の将軍に何を聞いているのだと仕返されてしまいます。こうも無力で愚かだとは。じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙って。敵の将軍に何を聞いている。その様子を見たグラディオはノクティスを守ろうと前に出ますが、レイブスの圧倒的な力で一蹴されてしまいます。これに怒ったノクティスはファントムソードを召喚し、一触触発となりますが、そこに現れたアーデンの仲裁によってその場は収まります。4人はまたしてもピンチをアーデンに救われたのです。ここで死ぬならそれが世界の運命だ。はい、そこまでにしとこう。おう、大丈夫？何が？助けに来たよ。何を言っている。アーデンは帝国軍を帰らせると伝えると、次に会うのは海の向こうかなと意味深な発言を残し、レイブスと一緒にその場を去るのでした。水神様に用事があってさ。ねえ。それじゃあね、王様、良い旅を。こうしてダスカ地方の閉鎖は解除され、無事にレガリアを奪還した4人は、イリスがいるレッサルムに戻ります。イリスは帝国軍がここに来たことを話し、ノクティスのことを誰も話さなかったのに、
ジャレットが突然切られて助からなかったことを伝えます。それを聞いていたタルコットもドアを開けて姿を覗かせ、それに気づいたノクティスは助けられなかったことを謝り、帝国をやっつけるから待っていてほしいとタルコットと約束を交わします。ごめんな。助けてやれなくて。何もできなかったんです。もうちょっと待っててくれ。俺が帝国をやっつけるから。約束する。俺も王子を支援します。帝国軍の予期せぬ襲撃で暗雲が立ち込める中、やるせない思いを抱えたイリスはタルコットと一緒にカイムに行くことを決意し、カイムまで4人の旅に同行することになるのでした。だって何かしてないと。わかった。カイムの岬までイリスを乗せて5人での旅が始まりますが、道中で帝国の飛行基地が上空を通過するのを見て、急遽行き先を変更します。イリスにはオールドレスタで待ってもらい、4人はジャレットの仇を討つべく奮起し、オラレ基地へと向かいます。ジャレットの仇を取りたい。タルコットのためにもね。イリス、お前はここで待ってろ。基地の内部が一望できる監視塔に登った4人は、そこで作戦を立て、帝国軍の巡将を捕らえるために二手に分かれます。陽動はグラディオ、プロンプトの2人に任せ、イグニスとノクティスが捕獲を担当することになります。了解。そういうのだったら任せて。ノクト、準備はいいか。2人はカリゴ准将が1人になる隙を伺いながら尾行します。人のせいで皇帝の評価が下がるのは。尾行中、ベラベラと喋るカリゴの口から、カリゴ自身がジャレットを手にかけたということが判明します。また、実力で傭兵から准将になり上がったアラネアのことをライバル視していることもわかります。ようやく1人になったところを捕獲し、爆発の合図とともにカリゴの移送をイグニスに任せ、陽動部隊の2人と合流します。3人は基地の中で人暴れした後、イグニスと合流しますが、イグニスはカリゴの身柄をメルラ省の人間に引き渡した後に逃げられてしまったことを伝えます。メルダ省の人間に引き渡したんだが、逃げられてしまったらしい。じゃあもう一回くらい会うかもな。そしてイリスの元へと帰ろうとした矢先、空中からエアスペリオリティによる落下攻撃を仕掛けてきたアラネアに突然襲撃されます。可愛らしい顔。試してやるよ坊や。ノクティスを坊や呼ばわりするアラネアを何とか退けますが、アラネアは勤務時間が過ぎたと言って決着をつけないまま撤退してしまうのでした。この後やったって一ギルにもなんないし、次また遊びましょう。可愛い王子様。こうしてイリスと合流し、改めてカイムの岬へと向かいます。で、飯は自給自足だろ？楽しそうじゃねえか。楽しそう楽しそう。着いたかな。そしてその道中で立ち寄ったマルマレームの森で墓所を発見し、歴代王の力を得ます。カイムまで送り届けたイリスとはここで別れ、先に到着して船の整備をしてくれていたシドニーと合流します。シドニーは船の修理に必要な部品の調達を頼みますが、大半は元警護隊のダスティンとモニカの2人がすでに調達してくれたことを話します。そして4人にはそんな2人が苦戦しているミステリーと呼ばれる珍しい鉱石を調達してきてほしいと頼むと、後のことはシドに任せて、シドニーはハンマーヘッドの工場へと帰るのでした。この辺じゃ取れないらしいんだ。
じいじは船着き場にいるよ。で、悪いね。私は工場があってさ、自分の荷物取ったらこれで帰るつもり。タルコットから滝の洞窟の北に位置する湖にある古代遺跡の中でミスリルが取れると聞いた4人はそこへと向かうことにします。出発前にカイムの岬に建てられたジャレットの墓石に挨拶をし、これから出発しようとした時、突然グラディオが一人旅に出かけると言い出します。グラディオは先のレイブスとの戦いでまざまざと実力の差を見せつけられ、王の盾にふさわしい実力を身につけたい、そう感じていたのです。そんな雰囲気を感じ取ったノクティスはグラディオを快く送り出し、ミスリルの調達は3人で行うことにするのでした。じゃあまたな。ノクティスがオルティシエに向かう準備をしていた頃、ルナフレーナはすでにオルティシエに到着していました。帰ってきたアンブラから手帳を受け取り、ノクティスの返事を見て安堵します。そして一筋縄ではいかないであろう気性の荒い水人との受け入れに向けて気を引き締めるのでした。3人旅を始めて数日後、滝の洞窟を北上中の3人が帝国が封鎖していたはずのゲートに到着すると、まるで導くかのようにゲートが自動で開きます。こんな時は決まってアーデンが裏で糸を引いているだろうと噂をしながら、3人はスチリフの森へと向かいます。あれねえ、封鎖されてた？止められはしなかったな。わざわざ開けて待っていたかのようだった。なんかこういう時ってあの人出てきそう。帝国の宰相か。案内してくれんなら別にいいけど、気を許していい相手ではない。なんとその道中で本当にアーデンと再会することになります。アーデンはこの先に向かうなら帝国軍がいるから話を通してあげると言って、スチリフの森まで一緒に同行することになります。アーデンは全てを見透かしたかのように、ノクティスがここに来た目的がミスリルの採掘であることを言い当てます。スチリフの森に到着すると、封鎖していた帝国軍に話を通したから一緒に同行してもらってと言い、案内人を紹介してくれます。それを分けてくれんのかよ。分けないよ。そういうとこケチだし自分で採掘するならいいんじゃないかと思ってさ。その人物とはベルヌ基地で敵として戦ったアラネアだったのです。アラネアはノクティスたちがルシスの王子一行だと知った上で、正体を知らないことにして監視ついでに同行してくれることになります。心強い仲間を加えた4人でミスリルを求めてスチリフの森の内部に入っていくことになります。もう準備できてんの？ここで何かやるんだろ？監視ついでに手伝ってやるから。中は手強いのばっかりだよ。アラネアは道中で帝国の内情についていろいろと話をしてくれます。ここを封鎖しているのは死骸の標本を集めるためだということ。最近の帝国はどこかおかしいから軍を辞めようかと悩んでいること。軍を辞めたら部下と一緒に死骸相手に傭兵として働こうと考えていること。そして皇帝も将軍も意識がバラバラで、宰相も何を考えているかわからないから付き合ってられないということを。死骸相手に仕事かな。へえ、すごいね。帝国がおかしいというのはどういう意味なんだ？皇帝も新しい将軍も意識バラバラ。宰相もあんな感じでしょ。付き合ってらんないわ。そして遺跡の最下層にたどり着いた4人はそこでミスリルを手に入れます。地上へと戻る前にアラネアは魔導兵が死骸の研究から生み出された兵器であることを教えてくれます。魔導兵は見たことあるね。ああ。あれは死骸の研究から生まれたんだ。死骸から？不気味な国だよ今の帝国は。
気をつけな王子。ああ、王様か。地上に戻るとアラネアは敵ながらノクティスの立場を心配してくれ、次があればまた手伝ってやるよと言い残し、その場を去ります。騙されていたのかもしれないが、力を貸してもらえてとても助かった。そりゃよかった。まったく疑り深いこと。あなたもどうか気をつけて。おう、あら、ありがとう。じゃあね、次があったらまた手伝ってやるよ。あと最初から帰りは送ってやれって言われてるから、準備ができたら船に乗せてやる。シドニーから連絡を受けたイグニスは、ミスリルを加工するためにレッサルムにいるシドニーの友人の精錬技師を訪ねるように伝えます。ミスリルを渡せばいいそうだ。そしたらやっと船が直るってわけか。こうして3人はアラネアの元へと向かい、アラネア専用の赤い揚陸艇に乗せてもらい、レッサルムへと向かうのでした。うわ、あれ赤い機体。レッサルムに到着したことを知らせたアラネアは、工場で起きている騒ぎについて、帝国軍である自分たちは指示がなければ介入できないから、市民の面倒は任せたとノクティスに託し、3人をレッサルムに降ろします。でもうちらは指示がなきゃ介入できない。市民の面倒、あんたたちに頼んだよ。ああ、任せて。じゃあ気をつけて。数時間後、単独で最も戦えるという理由で一着しかない防護服を着たノクティスが発電所内部に行き、現れた死骸を駆除することになります。ノクト似合ってるよ。似合ってねえよ。防護服は一着しかない。単独で最も戦えるのはお前だ。諦めて頑張ってきてくれ。精錬技師のホリーから先に一人ハンターが入っているとの知らせを受け、そのハンターと合流することになります。先に一人ハンターが入ってるけど、多分一人でなんとかなる数じゃないから協力して駆除してよ。ハンターの声を聞いたノクティスは聞き覚えのある声にその正体がすぐに分かったようですが、あえて正体には触れず内部へと潜入します。あんたもハンターなら分かってると思うが油断すんなよ。ついてこい。行くぞ。お互いに白々しい会話を続けながら次々に現れる死骸の群れを駆除し、無事に全ての死骸を駆除した2人は発電所を後にします。変わった戦い方すんな。どっかの王様みたいだろ。あんたもやるじゃん。一人で修行でもしてたのか。まあな。全部か。片付いたが。なんだよ、頼りになんじゃねえか。元からだろうが。また頼むわ。任せろ。じゃ戻るか。防護服を脱いだノクティスはホリーから加工したミスリルを受け取ります。そしてもう一人のハンターも防護服を脱ぎ、その正体が単身旅に出ていたグラディオだったとわかります。その顔には旅でできたと思われる新しい傷が刻まれていました。こうして再びグラディオが加わり、4人での旅が再開することになります。そこに偶然レッサルムを訪れていたイリスたちに話しかけられ、加工したミスリルを先にカイムに届けてもらうことになります。迷惑かけたの謝った？そこで早速働いてもらったわ。そこで？じゃあミスリル用意できたんだ。それなら私がシドさんに持ってくよ。後からカイムに到着した4人は灯台にあるエレベーターに乗ろうとします。そこに駆けつけたアンブラから手帳を受け取り、ルナフレーナがオルティシエで待っていることを確認し、返事を記入して手帳をアンブラに渡します。エレベーターを降り、船着き場に向かうと、そこにはコルの姿がありました。コルは改めてレギスを守りきれなかったことをノクティスに謝罪し、すべては自分の力不足が原因だったと自分を責めます。
何もかもが至らなかった。俺の力不足だ。そこにシノが口を挟み、守りようがなかったというのは分かってやってほしいと話します。続けて、仲間は大事にしてやれと話し、相談したところで結果が変わらないとしても、一人で抱え込んだものを話してもらえないのは、仲間から見れば辛いものだと、レギスへの自分の思いを語り、ノクティスに仲間を頼れと助言するのでした。いくら結果が変わんねえとしてもだ。抱えたもんを話してくれねえってな。辛いもんだ。お供が護衛じゃねえってのはそういう意味なんだ。頼れよってな。こうして準備が整った4人は船へと乗り込みます。タルコットとイニスに見送られながら祖国を船出したノクティスは、この先に待ち受ける過酷な運命を知らないまま、海の向こうにあるスイとオルティシエを目指すのでした。ここは本来、ノクティスとルナフレーナの結婚式が行われるはずだった場所。そんな場所にノクティスよりも先に到着していた帝国軍のレイブスとアーデンの姿がありました。アーデンはルナフレーナの花嫁姿が見られないことに同情して声をかけたり、水神討伐の準備に慎重ではないかと横やりを入れますが、レイブスは彼の話に興味を示しません。しかし、ルナフレーナには会えたかと聞かれると足を止め、それを否定します。ようやく話に食いついたレイブスに、アーデンはルナフレーナのことを食わせ者だと話し、水神との受けで何が起こるか知っているかのような素振りで、神話に詳しいことをアピールするのでした。適当なこと言って。何にせよお兄様としては討伐を急ぎたいだろうけど。俺、神話に詳しくてね。一方4人はオルティシエに向けての航海中にいろいろな話をします。ようやく当初の目的地にたどり着けること、水神は気性の荒い神だということ、レギスから託された指輪を守りながらオルティシエに滞在しているルナフレーナをその重責から解放すること。再会楽しみでしょ。ルーナ？まあ無事かどうか確認しねえと。ああ、まずはそこからだな。帝国領だってのがちと心配だ。心配ってルナフレーナ様？ルシス襲撃の目的の一つは指輪だ。相手がルナフレーナ様とはいえ、あの国がどんな手に出るかわからない。指輪がなきゃクリスタルもただの石だからな。ああ、そっか。でもなんで指輪はルナフレーナ様が？状況から考えると王都で陛下が託されたんだろうと思う。ずっと指輪を守りながらオルティシエにか。水神の方も大事だけどな。まずは会って解放してやんねえと。そしてルナフレーナの兄レイブスのことも。レイブスは王都襲撃の際に左腕を失い義手となったこと、それによって人とは思えない得意な力を得たこと、同時に何か得意な力を手にしたという。噂ではレギスの剣を携えているが使っている様子はないということ。親父の？そいつはどういう意味だ？王様のお墓と同じってこと？わからない。だが王家の力と関連はなさそうだ。何より使っている様子はないと。ようやくオルティシエの近くまで来た4人はラジオから流れてきたニュースを聞きます。ニュースでは水神を目覚めさせる儀式を行うことについて演説の中で説明すると政府から発表があったと報じられ、その演説は死亡したという情報もあったルナフレーナが行うということが明らかになります。らしい。おお、また世界が活気づくわ。ようやくお会いできそうだな。ああ。ついにアコルドン入国した4人は見たこともない美しい情景に圧倒されるのでした。
オルティシエに到着した4人は、シドに紹介されたレストランマーゴへと向かい、シドの知り合いで、レギスと旅をした仲間でもあるイスカムに出会い、この町のことをいろいろと聞きます。一通り話を聞いた後、アコルドの首相カメリアがノクティスを訪ねてマーゴにやってきます。心得ておこう。確かに立場としては微妙だよ。何かするにも帝国の許可がいるはずだ。生きていたカンナギが町で演説するというし、政府は帝国をどうごまかしているやら。何かあればこの店を頼ってくれ。ありがとな。カメリアは担当直入に保護しているカンナギの身柄について取引をしないかとルシスの王であるノクティスに話を持ちかけます。そしてその答えは官邸で聞くと告げると、その場を後にします。帝国が身柄を引き渡せとうるさくてね。でもうちもタダで動くつもりはない。どう？取引をしない？ルシスの王様。答えは官邸で聞くわ。邪魔したわね。翌日、官邸を訪れたノクティスはルシスの王として初めての交渉に臨みます。挨拶に出向いてくれて感謝するよ。ルシスの王がいらしてるとあればね。店主が何も教えてくれないものだから、ご本人をここにお呼びしたの。カメリア首相からの取引条件は、市民の避難に手を貸すことで、町への被害は容認すると話し、人を守ってもらうことが最低限の条件だと念を押します。あと、儀式が始まった後は面倒を見ることはできないと告げ、ノクティスはそれで問題ないとその条件を飲みます。あともう一つ、儀式以降の面倒は見られないわ。あなたたちで何とかしてちょうだい。任せてくれ。あとは自由にやる。ありがとう。悪いわね。こうして王としての初めての交渉は無事に終わり、帝国との共闘の契約を結ぶことになるのでした。取引については以上よ。市民の避難と帝国の相手。一通り条件は理解できたかしら。共闘の契約を結ぼう。共闘？言うわね。ええ。こちらもカンナギの保護に責任を持つわ。あなたと話ができてよかったわ。お互い全力で臨みましょう。そして水神召喚の儀式が行われる当日、官邸に保護されていたルナフレーナとカメリア首相が演説の前に言葉を交わします。ここから出れば帝国兵の監視がつくため、首相はカンナギの逆鉾を厳重に保管してあると話し、ルナフレーナは儀式を行う祭壇でそれを受け取ることを了承します。そして儀式が終わればもう保護はできないと最後に伝え、首相は部屋を後にします。儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。そろそろ時間ね。演説頑張ってちょうだい。その直後、帝国兵が押し寄せルナフレーナに銃口を向けますが、彼女はそれに動じず毅然とした表情で席を立ち、向けられた銃を払うと演説会場へと向かうのでした。一方、ノクティスも演説会場へと到着し、ルナフレーナの演説を聞くことになります。こうして二人が顔を合わせるのは、ノクティスが怪我の療養のためにテネブラへ訪れた時以来、実に12年ぶりだったのです。ルナフレーナは闇は人の心に争いや悲しみを生むと話し、世界が今闇に覆われようとしていることを語ります。しかし、その闇を払い、世界を守ってくれる神々の力があることを説明し、自分がここに来たのは、オルティシエに眠る荒ぶる水神リヴァイアさんの力を貸してもらうためだと、その理由を説明します。
されてしまうでしょそして、これから水神との対話の儀式を行い、カンナギの誇りにかけて、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すことを、集まった民衆に約束し、演説を終えます。停戦協定を結べず、多くの人々が命を失った。あの日の悲劇のように。ルーナ。でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の道からがあるのです。私はここオルティシエに眠る荒ぶる水神リヴァイアさんの道からをお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すことを。民衆の心を動かす立派な演説を聞いたノクティスは一筋の涙をこぼし、ルナフレーナと顔を合わせ、それぞれの使命を果たすために儀式へと臨むのでした。ありがとうございます。ルナフレーナは祭壇に立ち、受け入れの儀式を始めます。我が名はルナフレーナ、カンナギの血を引く者、水神リヴァイアさんよ。王に成績の力を迎えるため、どうか受けを。目覚めたリヴァイアさんは高圧的な態度で話しかけてきますが、それに動じずルナフレーナは受け入れを行いたいと主張します。はい。しかし姿を現したリヴァイアさんは人を見下す発言をしてルナフレーナを威嚇します。威嚇しながら自分を崇めよと傲慢な態度をとるリヴァイアさんに対し、ルナフレーナは傷つきながらも毅然とした態度で臨み、神は人に慈悲を与えるものだと主張します。リヴァイアさんは自分の主張に歯向かうルナフレーナを丸飲みにしようとしますが、ルナフレーナはカンナギの力でそれを一蹴します。そして王は必ず神にその証を見せると主張し、自分を一蹴したカンナギの力を認めたリヴァイアさんはようやく受け入れを行うことに同意するのでした。人はその慈悲ゆえに神を崇め、神は人に慈悲を与えてこその神。王は必ず神にその証を見せる。一方ノクティスはプロンプとの協力で警告軍の武器に乗って水神の攻撃を受け流しながら水神に近づきます。水神の顔に張り付いたノクティスは啓示を求め、水神に力を示すことになります。しかし水神の圧倒的な力の前にノクティスは吹き飛ばされ、
倒れてしまいます。それを見たルナフレーナはノクティスのもとへ駆けつけようとしますが、そこに突然アーデンが姿を現します。アーデンはルナフレーナに指輪を出すように要求しますが、それに応じないルナフレーナに対し、なら自分で渡せと言うと、彼女の腹部をナイフで刺したのです。さらにクリスタルも取り戻すように言えと話し、倒れて動けないノクティスに挑発的に呼びかけます。クリスタルも取り戻すよう言って。早く来いよ、ノクティス様。瀕死のルナフレーナは指輪は自分が王に届けると伝え、闇から使わされた者たちはようやく安らかに眠れると、アーデンが何者であるかを知っているかのように語りかけます。闇から使わされた者たちはようやく安らかに眠れますね。それを気味悪く感じたアーデンはルナフレーナを払いのけ、最後に安らかにと言葉を残し、揚陸艇でその場から去っていくのでした。あなたもどうぞ安らかに。ルナフレーナ様。絶望的な状況の中、ルナフレーナは最後の力を振り絞って祈りを捧げ、それに応えるように歴代王の力がノクティスに集います。その力を受け取り、覚醒したノクティスはファントムソードを召喚し、リヴァイアさんを圧倒します。最後はリヴァイアさんの腹部を切り裂いて撃破し、リヴァイアさんに力を示すのでした。リヴァイアさんとの戦いで力を使い果たし、再び倒れるノクティス。啓示を受けたものの、リヴァイアさんが作り出していた巨大な津波が2人を飲み込もうとします。このピンチに王を守るべくタイタンが登場し、津波を防ぐために岩の壁で防波堤を築き上げます。しかし勢いは弱まるものの、津波を止めることはできず、2人は水の中へと飲み込まれてしまうのでした。
ノクティスは夢の中で一面に咲くジールの花畑の中にいました。ルナフレーナに呼びかけられ目を覚ますノクティス。ルナフレーナはカンナギの使命を終えた自分がもう一度ノクティスに会えるとは思っていなかったと話します。終わっても一緒にいられるでしょと尋ねるノクティスに、ルナフレーナは返答をしないまま、指輪がじきにノクティスの元へと戻ることを、みんなのところに戻ったら、テネブライを訪ねてジールの花畑を見てほしいことを伝えます。どうして？私はもうカンナギの使命を終えたから。終わっても一緒にいられるでしょ？神々はノクティス様の力を認めました。そして指輪もあなたの手に戻ります。皆さんのところへ戻られたらテネブライをお尋ねください。たくさんの花がノクティス様をお出迎えしますから。さらに、ルーナはと聞くノクティスに、ルナフレーナはただ首を横に振り、現実に引き戻されるかのように少女から大人の女性へと姿を変えます。そしてノクティスがオルティシアまで会いに来てくれたことを喜び、それだけで十分だと伝えます。あなたが会いに来てくださったこと、私はそれだけで十分です。ここでようやく状況を理解したノクティスは、死んでもルーナを助けたかったとまっすぐに自分の思いを伝えます。僕は死んでもルーナを助けたかったのに。花畑が水中へと変わる中、一輪のジールの花を手に取り、心細くなったら自分を思い出してほしいと伝えると、ノクティスに別れを告げます。私を思い出してください。これからは少しだけ離れた場所からあなたのことをお守りします。さようなら、ノクティス様。そして皆そこへと消えていき、ノクティスに差し出した一輪のジールの花は指輪へと姿を変え、ノクティスの元へと戻るのでした。夢から覚めたノクティスはベッドで横になっていました。起き上がると、そこにはイグニスがいて、両目を負傷していることに気がつきます。イグニスは帝国との大規模な戦闘で両目を負傷し、視力を失っていたのです。二人に知らせてくる。少し時間がかかるが。怪我したのか？大規模な戦闘だった。仕方ないさ。ノクティスはすぐにルナフレーナの安否を確認しますが、そこで改めてルナフレーナが亡くなったことを聞かされます。亡くなられた。握りしめていた左手を開くと、そこには夢の中でルナフレーナから託された応用の指輪があったのです。アンブラがそれを。そしてアンブラが届けてくれた手帳には一輪のジールの押し花が添えられており、ルナフレーナが亡くなったことを嫌でも実感させられるのでした。失意の中、オルティシエを去る4人。ここで起きた悲劇はあまりにも過酷なものでした。しかし、この先に待ち受ける真の王としての宿命は、さらなる過酷さをノクティスに突きつけることを、この時のノクティスはまだ知らないのでした。
数週間後、4人は西の大陸へと渡り、クリスタル奪還に向けて列車でニフルハイムの帝都を目指していました。大事な人であるルナ・フレーナを失ったノクティスは、未だにそのことを引きずり、王として前に進む覚悟ができず、指輪もつけられずにいたのです。その様子を今まで見てきたグラディオは、王としての自覚が足りないと、ノクティスを強い口調で叱咤します。そんな言葉に突っかかるように立ち上がったノクティスに対し、切り替えたなら、なぜ一番大変なイグニスのことを気にかけられないのかと問い詰めます。さらに、命と引き換えに届けてもらった指輪をなぜつけないのかと問いかけ、悲しんでいるだけでは王の責任は果たせない。どこの世界にこんなだらしない王がいるのかと、ノクティスのことを非難します。分かってねえ。イグニスは何のために傷を負った？やめろグラディオ。どこの世界にこんなだらしねえ王様がいる？やめなよ。全部分かってんだよ。全部。だったら腹くくれ、この大バカ野郎。ノクト！ほっとけ。こうしてこの二人の口論をきっかけに、4人の関係はギクシャクしてしまうのでした。そんな中、列車は次の目的地であるカルタナティカ駅に到着します。列車から降りた4人は、最古の王の墓所があるというケスティーノ鉱山へと向かいます。目が見えないイグニスをフォローしながら、足場の悪い鉱山を進む4人。道中でキャンプをしますが、険悪な空気は変わらないままでした。ついに鉱山の最下層で王の墓所を発見しますが、そこに住み着いていたモルボルに突然襲われ、戦うことになります。暴走したモルボルを止めることができず苦戦していましたが、軍師であるイグニスの策略によって暴走を止め、これを倒します。こうしてノクティスは歴代王の力を新たに手に入れます。その帰り道、イグニスが自分のことで険悪な空気になっていることについて言及します。そして自分の視力について回復する見込みがないことを、それを承知の上でこれまでと同じように旅を続けたいと思っていることを伝えます。しかし、グラディオはそれに反対し、イグニスの思いを汲み取りたいプロンプトとも衝突することになります。それを聞いたイグニスは、このハンデが迷惑になるようなら、その時は自分から旅を諦めると宣言し、二人を黙らせます。そしてノクティスに、王とはどんな状況でも立ち止まらず、前に進み続けなければならないと、王たる者としての覚悟を伝え、グラディオには、今のノクティスに必要なのは、王としての覚悟を考える時間だと、覚悟を問い詰めるのではなく、焦らず待ってあげてほしいと伝えます。王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どんな犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。グラディオ、今ノクトに必要なのはそれを考える時間だ。それを聞いたグラディオも納得し、4人で駅へと戻ります。分かったよ。だが危険なことには変わりねえ。気緩めんなよ。こうして4人の間にあったわだかまりは解け、再び列車へと乗り込みます。立ち止まれねえって？死なれたら困る。直球だな。しかしその背後で、神出鬼没なアーデンも同じ列車へと乗り込むのでした。4人は次の目的地であるルナフレーナの故郷、テネブライを目指して列車での旅を続けていました。イグニスはここ最近で夜の長さが長くなっていることを気にかけ、このままこの変化が加速すれば、いずれ世界が一日中闇に覆われることを危惧します。
そして夜が長くなれば死骸も増えるということを乗客が話していたのを小耳に挟み、その乗客に話を聞くためにグラディオに探してもらっていたのでした。六神も半数がやられちまった。星や世界に影響が出てしかりだ。まあな。夜が伸びれば死骸も増える。そっちは実感してるしな。ここでも誰かがその件を話していたんだ。それで俺が探しに行かされたってわけだ。ご苦労さん。行くぞ、待たせてる。ああ、わかった。行ってくる。二人は乗客の元へと向かい、その間ノクティスは車窓から見える風景を眺め、その幻想的な情景に驚くのでした。マジでどうなってんだ。わけわかんねえな。その直後、列車内の時間が停止し、目の前にアーデンが現れます。なんだこれ。ほんとすごいよね。ノクティスは怒りのままに攻撃を仕掛けますが、アーデンは逃げるだけで反撃をしてきません。ちょっとなんでそれ本気？逃げ回るアーデンを追いかけ、ついに追い詰めますが、アーデンの口調はなぜかプロンプトと同じで、話を聞くようにと説得されます。その時、時間が再び動き始め、列車が急停止した衝撃で、ノクティスは倒れてしまいます。俺のせいだって本気で言ってんの？はあ？違うってのか？だって俺に何の得があるんだよ。知るか！待ってよ、本当に頼むからちょっと話を。黙れ。プロンプトに起こされたノクティスは、さっきまでここにアーデンがいたと伝えますが、その場にはおらず、列車の状況を確認するためにプロンプトと後方車両へと向かうことになります。グラディオたちは原因を調べに機関室へ行ったよ。俺たちは後ろの状況を確認しに行こう。後方にたどり着くと、列車は帝国軍によって襲撃されていました。列車が止まったこのユセル地方には、帝国軍の基地や武器工場が密集していたのです。二人は列車が発車するまでの間、帝国軍の猛攻から列車を守りながら時間稼ぎをします。戦車だ。ノクト！プロンプト、中入ってろ。なんとか猛攻をしのいだ二人は、再び動き出した列車に乗り込みますが、揚陸艇で追いかけてきた帝国軍の執拗な攻撃を受けることになります。早く発射するよ。見て、揚陸艇が追っかけてきた。あいつら列車を攻撃するつもりだ。撃ち落とすしかねえか。どうやって？撃て。あ、そうだね。揚陸艇を破壊し、列車へと戻ったノクティスは、アーデンに銃口を向けられたプロンプトの姿を発見し、アーデンを列車から突き落とします。しかし、実際に列車から落ちたのはプロンプトだったのです。そう、二人は列車内の時間が停止した瞬間から入れ替わっていたのです。二人が入れ替わっていたことに気づかなかったノクティスは、アーデンの罠にはまり、その場で気絶させられてしまうのでした。意識を取り戻したノクティスは列車内にいるイグニスと連絡を取り、自分がプロンプトを列車から落としてしまったことを伝えます。それを聞いたイグニスは焦るノクティスに、今すぐ列車を止めることは危険で、帝国軍にまた襲われたら他の乗客が巻き込まれてしまうことを伝えます。そしてもうすぐテネブラへに着くので、そこで乗客を降ろすことを最優先にしようと提案します。プロンプトのことはアーデンが絡んでいるなら捕まった可能性もあるし、そうでなくても連絡が来るかもしれないので少し待ってみようと話し、ノクティスを落ち着かせるのでした。帝国の宰相が絡んでいるなら、奴に連れて行かれた可能性もある。そうでなくても、
連絡があるかもしれない。少し待ってみないか。こっちに来られるか。グラディオもいる。そっちは2人とも無事か？じゃあそっちに。列車がトンネルに入った直後、トンネル内に救う死骸の群れに襲われ、列車内もパニックとなりますが、トンネルを抜けたところで水人リヴァイアさんが現れ、列車に張り付いていた死骸の群れを駆除してくれて、ピンチを切り抜けます。大量の死骸の群れが襲ってきたのを見て、3人は夜が長くなり闇へと傾く世界を実感することになるのでした。なんとかテネブライに到着した3人は、そこでアラネアと再会することになります。久しぶりだね。アラネア。これはお前らの仕業かよ。知りたきゃ見たけば。宮殿までなら案内するよ。じゃあいろいろ聞かせてもらうわ。炎上するテネブライを見て、帝国軍の仕業かと尋ねられたアラネアは、この襲撃は帝国軍に属する死骸の仕業だと説明し、自分は昨日付で軍を退役して、元傭兵部隊を連れて救援活動を行っている最中だと語ります。それを聞いたイグニスは、この先はさらに危険になるから、列車の乗客をここで降ろしたいとアラネアに頼み、アラネアはそれを快く引き受けてくれます。そればかりか、ついでに列車の運転手も変えたらどうかと提案し、自分の部下であるピックスとウェッジに頼み、2人がテートまで同行してくれることになります。ほら、この2人、ビックスとウェッジ、打たれ強いからね、安心していいよ。どうも久しぶりです。で、何の話で？列車、テートに運転してって。はあ。一般人には頼めないだろ？ま、そうっすね。了解した。優しい心遣い、感謝するぜ。あら、そう？ノクティスは出発前に自分と話したがっていたというフルーレ家の次女、マリアと言葉を交わします。マリアはルナフレーナが紅葉の指輪をノクティスに渡すことができたかどうかを確認し、受け取ったことを聞いて安堵し、処刑されたと報じられているレイブソンを報われると伝えます。悪い。いいえ、それよりお伝えしておきたいことがあるのです。ルナフレーナ様は紅葉の指輪をノクティス様にお返しできましたか？何よりでございます。レイブス様も報われましょう。ここでオルティシェでルナフレーナとレイブスが指輪について語る回想シーンが流れます。度重なる受け入れにより命が削られ、体を思うように動かすことができなくなったルナフレーナは、自分に代わってノクティスに届けてほしいと、レイブスに指輪を託そうとします。しかしレイブスはそれを断り、自分で渡すように伝え、指輪を渡し、王にその自覚をさせるまでがお前の使命だと語ります。でももう力がと弱気になっているルナフレーナに、手を取りながら、最後まで果たせと伝え、一人の人間としてノクティスに会って自分の思いと覚悟を伝えるんだと、兄としてルナフレーナに希望を持たせ、励ますのでした。お前が自分で渡すんだ。指輪を渡し、王にその自覚をさせるまでがお前の使命だ。倒れてはならない。でももう私の力は
果たせルナ・フレーナ。一人の人間としてノクティスに会い、お前の思いと覚悟を伝えろ。また、レイブスがレギスの剣を持っていたのは、ノクティスに渡すためだとマリアから聞き、王として自覚したノクティスに渡すつもりだったことが判明します。ノクティスは必ず受け取るとマリアと約束すると、その場を後にします。再会は難しいかもしれませんが。受け取るよ、絶対。ありがとうございます。列車へと戻る道中、一人の少女がノクティスに話しかけてきます。少女はルナ・フレーナがノクティスと結婚することを喜び、楽しみにしていたと伝え、ノクティスのことを大好きだったとルナ・フレーナの思いを代弁します。それを聞いたノクティスは少女に感謝します。ここでルナ・フレーナがノクティスのことを思う回想シーンが流れます。ゲンティアナは12年前のことを振り返り、クリスタルに選ばれたノクティスの運命を思い悩んでいたレギスや、元気のなかったノクティスがテネブライを訪れ、ルナ・フレーナに出会ったことをきっかけに変わったと話し、それはカンナギとしてではなく、ルナ・フレーナ自身の影響によるものだと語ります。ルナ・フレーナはそれに対し、カンナギである以外に特別な力は自分にはないと話し、ただ一人の女性として、ノクティスのことを愛していることを語り、そんな彼を持てる力のすべてで支えたいと思っていると、友人であるゲンティアナに打ち明けていたのです。少しの間だけでもよくて、私の中にそれを嬉しく思う気持ちがあるから、持てる力のすべてでノクティス様をお支えしようと思っているのです。少女はルナ・フレーナの思いが一方的なのではないかと心配しますが、ノクティスは普段と違い、素直に自分もルナ・フレーナを思っていることを少女に伝えるのでした。準備が整った3人は、テネブライの市民と列車の乗客のことをアラネアに任せ、テートを目指し、テネブライを出発するのでした。気をつけなさいよ。ありがとう。どうもな。じゃあ、行ってくる。雪。おい、早く乗れ。ああ。列車は標準芝の亡骸が鎮座するグロブス渓谷に差し掛かりますが、そこで列車が凍結し、立ち往生することになります。点検のために外に出た3人は、そこに現れた死骸の群れを駆除し、中へと戻りますが、車内を横切るアーデンの姿を見かけたノクティスは、その後を追いかけます。標準の亡骸だ。おい、ノクト！どうした？中の様子がおかしい。早く来い。分かった。行くぞ、ヒグニス。ああ。おい、待て！あの野郎。車内にもかかわらず、吹きすさぶ吹雪の中を、寒さをこらえながら進み、アーデンのもとに歩み寄ったその時、ゲンティアナが突然現れ、アーデンを一瞬で凍らせます。早く助けないと。ああ、さすがの冷たさだ。殺された時も
そんな綺麗な顔だったね。そのままノクティスの元へと歩み寄ったゲンティアナは、今こそカンナギと交わした古き約束を果たす時だというと、標人シバへと姿を変えます。そう、ゲンティアナの正体は、神の使いと言われる24子ではなく、標人そのものだったのです。そして真の王であるノクティスに標人の啓示を授けると話し、星の過去と現在について語り出します。そして我が願いを選ばれし王に託す。それが標人の啓示。星を守りす存在である六神は、それぞれの意志を持ってその使命を果たそうとしていました。かつてのシバはあまたの生命の中で、人は星に必要ない存在だと考えていました。儚く、脆く、可能性や希望といった曖昧なものを信じる人は、星にとって有用だと思えなかったからです。しかし自分とは異なり、イフリートは人の可能性を信じ、意を与え、共に繁栄する道を選択しました。そんな彼に惹かれ、愛し合うようになったシバは、彼が信じる人を信じるようになったのです。しかし、機械による高度な文明を手に入れたソルハイムの人々はその力におごり、ついには神の排斥を目論みます。その行為に激怒したイフリートは、人もろとも世界を焼き尽くそうとし、星と彼が信じた人を守るためにシバは、イフリートと戦うことになったと語ります。こうして勃発した人と六神同士の熾烈を極めた戦いは、後に魔大戦と呼ばれ、最終的にソルハイムは滅び、星はテルパの爪痕と呼ばれる大きな傷跡を残し、疲弊した神々は長き眠りにつくという結果で終戦を迎えます。神々の朝廷も虚しく、戦いの規模はさらに拡大した。この魔大戦と呼ばれし戦いにより、ソルハイムは滅び、星は傷つき、疲弊した神々は長き眠りについた。これが選ばれし王に託された星の過去の物語であり、自分の物語だとシバは語るのでした。さらにシバは星の現在についても語ります。魔大戦によって長き眠りについている間に、イフリートは何者かによって死骸にされてしまいます。眠りから覚めたシバは彼を解放するために戦いますが、帝国に敗れ力を失ってしまいます。そんな帝国も今や死骸と共にあり、世界は闇に覆われようとしており、もはや六神の力をもってしても星を救うことはできないと語ります。そして死骸となったイフリートには、せめて安らかなる死を捧げたいと自分の思いを伝えるのでした。最後にシバはゲンティアナとして自分だけが知るルナフレーナの思いをノクティスに伝えます。私の知るルナフレーナの思い、あなたに伝えましょう。選ばれし王であるノクティスが誕生したとき、ゲンティアナはカンナギであるルナフレーナに会いました。そして彼女の温かく力強く人を愛する心に触れることで、過ちを犯した人をもう一度信じてみようと思ったのです。力強く人を愛する心に触れ、私は再び人を信じようと思った。場面は変わってテネブライでの回想シーンになります。レイブスはルナフレーナに向かって、ノクティスは王の器にふさわしくないと伝えます。しかし、ルナフレーナは他に星を救う道はないと断言し、このままでは自分が命を落とすことになると心配するレイブスに対し、そうなったとしても後悔はないと伝えます。その上で、ただノクティスのそばで声を聞き、笑いながら触れ合い、一緒に生きていたかったと、今まで抱え込んでいたノクティスへの一途な思いを泣きながら吐露します。すぐ近くで声を聞きたかった。昔みたいに笑って、その手に触れて。一緒に生き
って生きたかった。そんな彼女にレンティアナは泣かないでと声をかけ現れますが、ルナフレーナは感情を抑えることができず、今だけは許してほしいと泣き続けます。そして、他の人と何も変わらない、ただ大切な人のそばにいたいという当たり前の願いすら叶わないとこぼし、カンナギとしての自分の使命に苦しんでいたのでした。大切な人のそばにいたい。それすら叶わないなんて。そこまで聞いたゲンティアナは、ルナフレーナの深い愛情は何があっても消えず、きっとノクティスに届くだろうと伝え、彼女のためにノクティスの力となることを、神の使いとしてではなく、一人の友人として約束します。いいえ、あなたのために私は必ずノクティスの力になりましょう。これは友としての約束。そしてジールの花畑でルナフレーナと手を取り合い、お互いに一筋の涙をこぼすのでした。ありがとう、ケンティアナ。こうして全てを話し終えたシバは、代々カンナギに受け継がれてきた逆っぽをノクティスに授け、標準の啓示を終えます。それを受け取ったノクティスはルナフレーナとの思い出を振り返り、自分と同じように使命に苦しんでいた彼女のことを思い、涙を流します。選ばれし王ノクティス、世界に光を。さようなら、ノクティス様。ルーナ、なんだよ、やっぱ辛かったのかよ。ルーナ、今まで聞いてやれなくてごめん。話したいことがいっぱいあるのに、なんでだよ。そしてノクティスもまた自分の使命を必ずやり遂げることをルナフレーナに約束するのでした。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ルーナ、俺必ずやるよ、約束する。棒についたアーデンを粉々に砕いたノクティスはイグニスとグラディオを起こし、他の車両の確認を頼みます。おい、起きろ。何があった？ノクト、無事か？ああ、標準が来てた。まあもう帰ってから平気だ。他のとこ見てきてくれ。おう、行けるか？ああ、すまない。大丈夫だ。その後を追って自分も車両の確認に向かいますが、粉々に砕いたはずのアーデンが再びノクティスの前に現れます。驚くノクティスに対し、アーデンは自分が死にたくても死ねない特別な存在だと語ります。でも俺も強いんだよね。死にたくたって死ねないっていうか。にしても粉々にするとはな。
痛かったよ。そしてプロンプトの銃を見せながらノクティスをからかい、プロンプトの身柄とクリスタルはテイとグラレアにあると教えると、去り際に謎のスイッチを起動し、その場から去るのでした。なんちゃって君にはあげないよ。どこにいる？誰が？プロンプト君ね。この先テイとグラレア、わかる？うちの首都。そこまで来ればさ、会えるんじゃない？ルシスのクリスタルもそこだ。あれは死骸に効くんだ。取り戻したらどう？じゃあ気をつけて。お友達が待ってる。再び動き出した列車は終着駅となるテイトの近くまで来ていました。3人はテイトに着いたら、プロンプトとクリスタルが待つ巨大な軍事施設、ジグナタス要塞を目指そうと話します。中へ入ったら要塞を目指すぞ。要塞？ジグナタスと呼ばれる巨大な軍事施設があるんだ。そんな中、列車は再び止まり、3人は車両を確認して回ります。どうした？何かあったのか？さーて、また非常事態が？その途中、突然の衝撃とともにビックスから放送が入り、テイトの防衛機能が働き、死骸の群れも列車に寄ってきているとの報告を受けます。これ以上列車で進むことは無理だと判断したビックスたちは、この場から逃げると告げ、撤退します。残された3人は列車内に侵入してきた死骸と戦おうとしますが、アーデンの策略によって武器が出せなくなっており、撤退を余儀なくされます。そう、アーデンが前回去り際に押していたスイッチは、武器召喚を封じる装置を起動するためのものだったのです。迫り来る死骸の群れをかわしながら、貨物車両にたどり着いた3人は、格納していたレガリアに乗り込み、列車から脱出します。そして防衛機能によって全てのゲートが封鎖される前に、そのままテイトへと突撃することになります。帝国軍による砲撃を受けながらも、なんとか最終ゲートを通過し、テイトへと入りますが、レガリアは大破してしまいます。ノクティスは、ここまで一緒の旅を続けてきたレガリアとレギスに感謝を告げ、先へと進むのでした。親父、ここまでありがとな。ジグナタス要塞へと向かう途中で、イグニス、グラディオと分断されたノクティスは、襲い来る死骸の群れをかわしながら、建物の中へと入ります。しかし、このまま一人で先に進むことは難しいと考えたノクティスは、王として覚悟を決め、ついに紅葉の指輪を身につけます。準備完了。
指輪の力でリング魔法と呼ばれる強力な魔法を使えるようになったノクティスは、襲い来る死骸の群れを倒しながらエレベーターに乗ってジグナタス要塞へと入るのでした。気味悪い街。ノクティスは死骸と魔導兵しかいない人気のいない不気味な要塞内を上へと進み、最上階を目指しますが、アーデンの策略によって地下まで落とされてしまいます。俺はプレゼントだ。うわなんだってうわ地下に落ちたノクティスはそこでレイブスの亡骸を発見します。その傍らには今までレイブスが大事に守ってきたレギスの形見である不王の剣が刺さっており、その剣を引き抜いて歴代王の力を受け取るのでした。ちゃんと受け取った。近くに落ちていたレイブスの手紙から、帝国の将軍という立場にいながら、ルナフレーナのことを心配し、助けようとする姿や、一度はノクティスに失望しながらも、真の王としての力を手に入れた時には、レギスの剣を渡そうと思っていたことが判明し、フルーレ家としての使命は忘れていなかったことがわかります。再び上を目指す中、1階に続くエレベーターに乗り込もうとしますが、エレベーターが来るのを待っている最中に、謎の死骸、ホラスに襲われます。武器召喚が封じられている中で、闇に紛れて攻撃を仕掛けてくるこの死骸を倒すことは難しいと判断し、エレベーターが到着するまでの間、耐えることになります。なんとか到着したエレベーターに乗り込み逃げますが、この後も闇の中から何度も現れ、ノクティスの行方を阻む存在となります。2階にたどり着いたノクティスは、そこでアーデンから死骸や魔導兵の秘密を聞かされることになります。死骸は元は人間、動物、自然の生き物であること。魔導兵はここで生まれたクローンの子供を犠牲に作られ、腕には管理番号が付けられ、意志もないまま兵器として戦っていることを。そう、要塞内に人が一人もいなかったのは、全員死骸となっていたからなのです。腕に番号をつけられちゃってさ、赤ん坊の頃から管理されてるんだ。かわいそうにね。意志もなく戦って、どっかの王様に切られて死んじゃって。どう？もう魔導兵と戦えなくなっちゃった。ノクティスはその後3階へと進みますが、またしてもアーデンの罠にはまり、通路の中に閉じ込められ、迫り来る壁に押しつぶされそうになってしまうのでした。また罠か。早くしろよ。のんびりしてないでさ。一方その頃、分断されたイグニスとグラディオは、一人で要塞に向かったノクティスの後を追いかけようとしていました。その時、突然アーデンが現れ、イグニスとグラディオの武器を無条件で返します。待ってくれ。何かやあ、頑張ってるね。何しに出てきやがった。少しも気を許してくれないな。どういうつもりだと疑うグラディオに、今回は大丈夫だから信じてと言い残し、あっさりとその場から去ります。二人は罠だと思いながらも、これでノクティスの後を追えると言って要塞へと向かうのでした。
罠だとしか思えない。ああ、だがこれでノクトを終える。要塞に入った2人はノクティスと同じ経路で進もうとしますが、アーデンの案内により開かれた隠し通路を通って進むことになります。尺だが行くしかねえな。そして管理室にたどり着いた2人は端末を操作して、そこに一つだけ残っていた記録から情報を得るためにその内容を確認することにします。消されてる？ああ。いや待て、一つ記録が残ってる。いかにも見てくれって感じだが。確認しよう。ノクトたちを探すためにも得られる情報は得ておきたい。水神討伐の責任を問われたレイブスは皇帝イドラのもとにいました。レイブスはノクティスが神々の力と指輪を手に入れたことを報告します。そして世界の闇を晴らす真の王はノクティスを置いて他にはいないと帝国に反旗を翻し、イドラに戦いを挑みますが、地下へと落とされてしまいます。真なる王はノクティスを置いて他におりません。ましてそれは闇に操られた人形ではない。ならば死だ。場面は地下へと変わり、瀕死のレイブスはやってきたノクティスが指輪をつけているのを見て、レギスの剣を託そうとします。しかしノクティスはレイブスのことを切りつけ、とどめを刺します。そう、これはアーデンがノクティスに化けた姿だったのです。今なら託そう。カンナギとしてレギスの選ばれし王よ。世界にアーデンはレイブスのことを不甲斐ない王に代わり、自ら闇を打とうと考えた哀れなカンナギと評し、レイブスの手紙をばらまいて去ります。アーデンは最初からレイブスに帝国への忠義がないことを知った上で泳がせていたのです。不甲斐ない王に代わり、自ら闇を打とうと考えた哀れなカンナギ。まったく選ばれなかったものはつらいね。この記録を見た二人は何を企んでいるのかわからないアーデンへの警戒を強め、ノクティスと合流するために先を急ぐのでした。ノクトに陛下の剣を託そうと。そう見えた。王として認めたってことなのか。行こうぜ。アーデンの野郎、何企んでるかわからねえ。その後、ノクティスと同じ3階までたどり着いた2人は、そこでクリスタルの管理室に入ります。そして制御端末を操作し、クリスタルの保管場所に入るためのセキュリティを解除します。その直後、背後に言葉を話す死骸、ホラスが現れます。クリスタルに執着するホラスは、セキュリティを解除した2人を盗人だと認識して襲いかかってきます。そう、先にノクティスを襲っていたこの死骸の正体はイドラだったのです。我が成績、我が光、我に力を。2人は何とかこれを退けますが、ホラスは闇の中へと姿を消し撤退します。
クリスタルに執着する死骸まで現れたことで、さらなる危険を感じた2人は、ノクティスとプロンプトの捜索を急ぐのでした。倒したか。いや、逃げやがった。クリスタルに執着する死骸か。死骸に効くんじゃなかったのかよ。そういう話もあるだけだ。だが今はそれを考えるよ。ああ、早くあいつらを探さねえと。行こう。次はノクトたちが襲われるかもしれない。そして、この先からノクティスの声が聞こえたというイグニスの案内で、二人はノクティスのピンチに駆けつけることになるのです。聞こえないか。聞こえる？ああ、今確かにノクトの声が。グラディオ、こっちだ。おい、イグニス！ノクティスを発見した二人は危機一髪のところでノクティスを助けます。だっておそらく俺たちはそのために案内されたんだ。無事だったか。お前らどうやって来た？まずは礼だろ。ああ、まあ。そしてその先で拘束されていたプロンプトを救出し、ようやく4人は再会します。プロンプトはノクティスが助けに来てくれると信じてたと話し、ノクティスも自分のせいでこうなってしまったことを謝るのでした。ねえ、ちょっとは心配してくれた？そりゃするだろう。だから来てくれたんだよね。俺もそう信じてた。プロンプト、もう一回会って、俺はもう偽物じゃない、安心してって言うまで死ねないって。悪かった。大丈夫、気にしてないよ。その後4人は音を頼りに武器召喚を封じる装置を発見しますが、扉が開かずに立ち往生します。音はこの先からだ。しかしプロンプトが手をかざすと扉は開き、プロンプトは自分が魔導兵だからだとその理由を語ったのです。さらにニフルハイム人だということを隠していたことを誤り、3人を仲間であり友人だと思う気持ちに嘘はないし、この先もその気持ちに変わりはないと涙ながらに訴えます。それを聞いたノクティスはどこで生まれたかなんて気にしていないと伝え、イグニスもこれから自分たちを裏切ると言われる方が信じられないと伝えます。それでもこの過去は変わらず一生ついて回ると気にするプロンプトに、ノクティスはそういうのを気にしないのがお前だろと茶化し、他の2人もそれに乗っかってプロンプトをルシスの一般市民として今までと変わらず温かく迎え入れるのでした。別に生まれなんてどこでもいいし、これから俺たちを裏切ると言われる方が信じられない。ありがとう。ただ過去は変わらない。一生ついて回れ。ま、そういうのお前が一番気にしてねえけどな。え？元から俺のことを王子扱いもしねえし。まあ確かに王子相手には見えないな。分かったら行くぞ、ルシスの一般市民。その方がいいんだろ。不満がないなら行こう。こうして中にあった装置を破壊し、武器召喚できることを確認したノクティスは、クリスタル奪還に向けて再び最上階を目指します。成功。動作は停止したようだな。ノクト、力は戻ったか？おい、試してみろ。分かった。しおお、戻ってきたな。一安心だ。行くぞ。4人は4階へと続くエレベーターに向かう途中で、再びホラスと対峙することになります。指輪を狙って現れたホラスが、皇帝イドラの慣れの果てだと薄々感づいた4人は、取り戻した歴代王の力を使ってこれを倒します。イドラが最後に残した言葉から、
死骸となっても異常なまでにクリスタルと指輪に執着し、世界の王になろうとしていたことがわかります。このように、ニフルハイム帝国の皇帝であるイドラもまた、アーデンにそそのかされ、その運命を狂わされた一人だったのです。エレベーターに行こう。いよいよ大詰めか。4階の格納庫にたどり着いた4人は、そこでアーデンによって死骸にされたレイブスと対峙することになります。レイブスは薄れゆく意識の中で自分を殺せと話し、4人は仕方なくレイブスと戦うことになります。将軍を務めた男の慣れの果てか。それなりに志もあったろうによ。残酷だ。たやすく人を死骸化させるとは。なんとかレイブスを倒したものの、息つく暇もなく湧き出てきた死骸の群れと戦うことになります。倒しても湧いてくる死骸の群れを見て、拉致が開かないと判断したイグニスは、この状況を打開できるかもしれないクリスタルに望みを託し、ノクティスに先にクリスタルの元に迎えと指示します。どのみち、このまま戦っていても自利品でいずれやられてしまうことを理解したノクティスは、自分を信頼してくれる3人に死骸の足止めを任せ、この状況を打破すべく、一人でクリスタルの元へと向かうのでした。ついにクリスタルの元へとたどり着いたノクティスは、力を貸してほしいとクリスタルに手をかざしますが、輝き始めたクリスタルの中へと吸い込まれてしまいます。そこにアーデンが現れ、昔話を語り始めます。2000年前、寄生虫が原因の流行り病が蔓延し、その病に侵された者は化け物とみなされ、それを治す特効薬もないため、殺されました。この病による慣れの果てが死骸です。そんな中、ルシスの血を引く一人の男がいました。彼は得意な力を持ち、自分の体にその病を吸い取り、病に侵された病人たちを救っていました。しかし、まだクリスタルに選ばれていなかった王は、その男を化け物呼ばわりして殺してしまったのです。その男の名前はアーデン・ルシス・チェラム。そう、アーデンはルシスの血を引く人間であり、人々を救える唯一の存在だったのです。唯一の男を殺してしまった。化け物呼ばわりしてな。俺の名前さ、あれ本名だけど正式名じゃなかったんだよね。アーデン・ルシス・チェラム。正式名。あ、泉谷は誰のせいだったか。ここまで語るとアーデンは真の目的を語ります。アーデンはクリスタルの力を得て真の王となったノクティスを葬り去ることによって、自分を歴史から抹消したルシス王家への復讐を果たそうと考えていたのです。アーデンが今までノクティスにしてきた行動は、ノクティスに真の王としての力を身につけさせるためであり、実際に協力していたわけではなかったのです。そこまで話を聞いたノクティスは仲間を残してクリスタルの中へと完全に吸い込まれてしまうのでした。クリスタルの中で名前を呼ばれたノクティスは目を覚まし、
声の主である剣神バハムートからクリスタルの力を蓄え、真の王の力を得ることが剣神の啓示だと説明され、啓示を受けることになります。選ばれし王ノクティス、成績の力を蓄え、真の王の力を得よ。それが我、剣神バハムートの啓示。バハムートはこれから長い歳月をかけてクリスタルの力を指輪に蓄えるようにと指示し、そのすべての力が指輪に集まった時にようやく真の王の力が完成すると伝えます。そしてその力こそが永遠の命を持つアーデンを打ち、世界に夜明けをもたらす唯一の力だと語るのでした。アーデンについて尋ねると、死骸の元凶となる寄生虫を取り込み、星に害をなす闇の力によって不老不死になったものであり、その汚れた体ゆえ、クリスタルに拒まれ、王位につくことなく、歴史から葬られた愚かな男だと語ります。さらに、王家への復讐のためだけに地望を巡らせ、ついに世界をも闇で覆ったアーデンは、真の王となったノクティスを討つまで復讐を続けるだろうと語ります。歴代の王に守られたお前を討つまで復讐は終わるまい。次に真の王の力について尋ねると、その力は歴代の王の剣、クリスタルの魔法、そして六神をも超越した力で全てを浄化するものだと語ります。そしてその力を解放するには、インソムニアにある玉座でノクティスの命を捧げること以外に方法はないという衝撃的な事実を告げます。さらにノクティスが犠牲となり力を解放することで、偽りの王であるアーデンは闇と共に滅び、世界に夜明けがもたらされると語り、それが真の王としての使命だと伝えます。偽りの王は闇と共に滅び、世界には夜明けがもたらされよう。最後にバハムートから人として生きる喜びを捨て、王の使命を全うするのだと告げられたノクティスは、その宿命を受け入れ、長い眠りについて指輪に力を蓄えることになります。そして指輪に力が満ちるまでの長い間、ノクティスは今までの旅の記憶を思い返しながら、ただひたすらにその時を待つのでした。長い歳月を得て、ようやく指輪に力が満ちると、バハムートはノクティスを見かけ島の赤道の中へと送ります。そして玉座にて最後の使命を果たすのだ。ようやく目覚めたノクティスは赤狼を出て、待っていたアンブラから手紙を受け取ります。そこにはハンマーヘッドで待つと書かれており、見影島に停泊していた船に乗り込むと、ガーディナと船場を目指すのでした。ハンマーヘッドで待ってる。目覚めてからどれくらいの時が経ったのかもわからないまま、船を走らせ、ガーディナに到着しますが、荒れ果てていてそこには誰もいないのでした。あれからどのくらい時間が。ここからは襲い来る死骸の群れを倒しながら、
徒歩でハンマーヘッドを目指すことになります。誰もいない。その道中、ガーディナーを抜けたところで一台の車がやってきて、ノクティスの元に停車します。車の運転手はタルコット・ハスタと名乗ります。そう、まだ少年だったタルコットは立派な青年に成長していたのです。誰？タルコット・ハスタです。祖父がアミシティア家に仕えて。タルコット？はい。マジか。マジです。ノクティス様ですよね。はい。はい。そうです。え？ああ。ノクティス様、変われって。会ってからでいいよ。会ってからって。はい。わかりました。じゃあ。車に乗せてもらったノクティスは、自由に外を闊歩する死骸の胸を横切りながら、これまでにあった様々な出来事をタルコットから聞かせてもらいます。ノクティスがいなくなってから10年の歳月が流れていたこと、3人の仲間はレスタルムを拠点に活動していること、ハンマーヘッドは現在も整備工場として機能していること、この10年で闇に覆われ完全に夜だけになったこと、そして明かりはレスタルムのメテオだけが頼りで、生きている人はそこに集まっていることを、それを聞いたノクティスは、この10年で目まぐるしい変化を遂げたこの世界に驚かされるのでした。完全に夜だけになったんです。明かりはレスタルムのメテオだけが頼りで、人はだいたいそこに集まってます。他の場所は？死骸に襲われることが増えたんで、廃墟になってるとこばかりですよ。ノクティス様、着きましたよ。皆さん本当に喜ぶでしょうね。僕はもう少しここにいますので、もし何か聞きたい時にはいつでも話しかけてください。ハンマーヘッドに到着したノクティスは、10年ぶりにグラディオ、イグニス、プロンプトの3人と再会します。10年ぶりの再会をオウで済ませようとするノクティス。何がオウだとツッコミを入れるグラディオ。ノクティスを見て喜ぶプロンプト。待ちくたびれたと言って出迎えるイグニス。あ、何が王だ。ずいぶん遅かったじゃねえかよ。ノクタ本当に帰ってきたんだな。なんだよ、たく。待ちくたびれたぞ。悪かったな。いろいろ話が。こうして再会した4人は、ハンマーヘッドで王とインソムニアに向かう準備を整えるのでした。ハンマーヘッドにある資料から星の病の正体が判明します。生き物を死骸に変えてしまう寄生虫、プラスモディウム変異体は死骸を生み出します。これによって死骸となったものは黒色粒子を噴出。さらに死亡時には大量の黒色粒子が発生します。この黒色粒子の構造はプラスモディウム変異体の構造と酷似しており、死骸が原因だと特定されたのです。そしてこの黒色粒子は大気を汚染し、高濃度の黒色粒子は成層圏で層をなし、太陽光を吸収する特性を持つことが分かり、これが夜が長くなる原因だと判明します。このように夜が長くなる星の病と呼ばれる災悪は、死骸が生み出す黒色粒子が原因であり、死骸を駆除すればするほど夜は長くなり、死骸も増えるという対処のしようがない災悪だったのです。準備を整えた4人は、ルシスの清掃に着替えて、決意を新たに王都へと向かいます。誇りに思おう。ああ、腹引っ込めとけよ。4人は長い旅を終え、10年ぶりにインソムニアに帰郷します。旅立った時はまだ王子だったノクティスは、紅葉の指輪を身につけ、
王として最後の決戦に臨むのでした。最後まで付き合ってくれ。ああ、もちろん。当たり前だ。全部終わりにしよう。迷路のような地下道を進む途中で、4人はコルが一人で死骸の群れと戦っているところに遭遇し、コルを助けるために一緒に戦います。死骸の群れを殲滅した後、コルは4人を拠点へと案内してくれます。どうしてここにと尋ねられたコルは、ノクティスが王として帰還する時のために戦い続けてきたことを伝えます。いつかお前が王が帰る日のために。拠点にたどり着くと、先の見えない戦いで疲弊していた王の剣のメンバーがいました。コルは王が帰還したとノクティスを紹介します。すると王の剣は全員立ち上がり、希望の眼差しを向け、コルの言葉とともに王に敬礼します。そんな勇敢な戦士たちにノクティスは王としてねぎらいの言葉をかけます。そして闇が世界を覆っても心まで追い尽くすことはできないことを、大切な人を失っても未来まで失うわけではないことを演説し、未来のために最後まで戦って失われた光を取り返そうと士気を鼓舞します。それを後ろから見ていた3人は、ノクティスが王として成長したことを喜び、王を称えるのでした。みんな苦労をかけた。闇が世界を覆っても俺たちの心まで覆い尽くせはしない。大切な人を失ったとしても未来まで失ったわけではない。俺たちは未来のため最後まで戦い、失われた光を取り返す。ああ！全ては王のために。全ては王のために。ルイスに王が帰ってきたな。まったかい。あったよね。やはり俺たちの王だ。準備を整えた4人は再びオート城を目指して拠点を後にします。その時、レスタルムにいるイリスから電話が入り、10年ぶりの会話をします。イリスは会って話したいことがあるから必ず生きて帰ってきてと無事を祈り、ノクティスはレスタルムに集まった人々の面倒を見てくれたことを感謝し、これからも頼むとお願いするのでした。必ず生きて帰ってきてね。あ、今までみんなのことをありがとな。で、これからも頼む。そういうのやめてよ。会えるの楽しみにしてるね。あ、じゃあな。地下道を抜け、オート城の近くまで来たとき、アーデンが姿を見せます。アーデンはオートが自分のものであるかのように話し、おもてなしだと言ってオートに隕石を降らせます。そして魔法障壁でオート城を覆い、ノクティスの侵入を阻みます。さらに城門は番犬に守らせていると伝えると、その場を去るのでした。じゃあ始めようか。これは君の父上が命を削って張ってた魔法障壁だよ。城に簡単に入ってきてほしくないから真似してみたんだけど、気に入った？ふざけるな。ふざけてるのはそっちだろ。そうそう、城門も番犬に守らせてるんだ。せいぜい頑張ってね。城門にたどり着いた4人はそこでアーデンの番犬ケルベルスと対峙します。倒して通るまでだ。それぞれ役割は分かってる。もちろんチームワークってのを見せてやる。
ケルベロスに苦戦し窮地に陥る4人。このピンチにコルが現れ加勢してくれます。コル、傭兵でよければ手を貸そう助かる。ピンチだが終わったわけじゃない。さあ行くぞ。コルの協力もあり、なんとかこれを倒しますが、最後にケルベロスはノクティスに向かって火球を放ちます。それを見たコルは自分が盾となり、その一撃を受け止めます。負傷したコルは、音もできるのはここまでだと話すと、2代にわたって良き王に仕え、共に生きたということを決して忘れないと伝えます。そしてノクティスの手を取りながら、夜明けを待っていると願いを託し、ボロボロになった体を引きずりながら拠点へと戻っていくのでした。私は決して忘れません。二人の良き王に仕え、共に生きたことを。将軍、あんたがいてくれてよかった。夜明け待っているぞ。番犬を倒しても消えない魔法障壁になすすべがなく立ち止まる4人。さらに、追い打ちをかけるように処理しきれないほどの死骸の大軍が押し寄せてきます。この絶望的な状況の中、4人の前にルナフレーナの魂が現れます。ルナフレーナは今こそ真の王に力を貸す時だというと、イフリートを除いた6神を召喚します。そしてケンティアナもカンナギの命によって星を覆う闇を払うために道を開こうというと、6神の力で死骸の大軍を蹴散らし、魔法障壁を破ります。すべては我らが王のために。星を覆う闇を払うため、カンナギの命により我らの力をもっていざ道を開かん。ノクティスはルナフレーナに感謝し、それに一礼で答えたルナフレーナは、後のことはお願いしますと伝えて消えていきます。ルーナ、ありがとう。王よ、
願いします。神の圧倒的な力を見た4人は、神からも願いを託されていることをかみしめ、王都城へと進むのでした。戦ってるのは俺たちだけじゃない。神の願いも託されたんだな。ああ、やるべきことは一つだ。王都城の入り口にたどり着くと、再びアーデンが現れます。そして人を愛した標人と対をなす神、変身イフリートを召喚し、その場を去ります。彼がお前たちを出迎えたいそうだ。じゃあ待ってるよ、上で。アーデンによって死骸にされたイフリートは玉座に座ったまま炎による攻撃を仕掛け余裕を見せます。気をつけろ、笑って迎えてはくれないぞ。ノクト、大丈夫。一旦隠れろ、引きつける。ノクト、こっちだ。急げ、次が来るぞ。ほら、来る。立て直せ。援護するよ。そしてノクティスの火星にやってきたバハムートの攻撃によってようやく玉座から立ち上がりますが、バハムートの放ったアルテマソードを全て華麗にかわしていきます。ノクティスとバハムートの連携攻撃によってようやく膝をつかせますが、それでも倒れず炎を身にまとい再び襲いかかってきます。危険な状況だ。反撃してくるんじゃないの。早く消し止めるぞ。激闘の末、仲間とのリンクアタックを決め、標人シバを召喚してとどめを刺します。シバはダイヤモンドダストによって凍りついたイフリートに口づけを交わすことで、死骸にされたイフリートに安らかな死を捧げるのでした。イフリートを倒し城内に入った4人はアーデンによって死骸にされた第一魔法障壁である歴代王の魂とも戦うことになります。
まず最初に現れたのは、歴代王の中でも屈指の武力によって国を守護してきた魏王トニトルス。魏王は激しい攻撃もさることながら障壁を張って攻撃を受け付けない状態になりますが、グラディオのパリーによってその障壁を破壊します。そして魏王の攻撃を盾で受け止めたグラディオは、ノクティスの背負っているもの全てを自分が守ると言って、渾身の力を込めた一撃を放ち、死骸になった魏王の魂を解放するのでした。お前を守ってきたのは仲間だからだ。背負ってるもの全部俺が何故このような戦いを深く。4人はエレベーターに乗って玉座の間がある上層階に向かいますが、そこに2人目の歴代王が現れます。2人目は遅刻のためにあえて姿を隠し、数々の国難を打破した女王である伏竜王クレペラ。伏竜王は自ら作り出した闇に紛れ、遠距離攻撃を仕掛けてきますが、同じ遠距離攻撃を持つプロンプトの活躍によってこれを打破します。プロンプトは自分に居場所を与えてくれたノクティスを守ると言って、銃撃を浴びせ、伏竜王の魂を解放するのでした。ノクトが戻る。俺に居場所をくれ。今度は俺がノクトを守る。進め、選ばれし王よ。奥へと進むと、ルシス王国の礎を築いた初代の王であるヤシャ王ソムネスが立ちふさがります。今までの歴代王とは格の違いを感じますが、ここは任せてくれというイグニスによってこれを打破します。イグニスはヤシャ王の攻撃を避けながら反撃し、できた隙に槍による一撃でヤシャ王を貫きます。ノクトを絶対に立ち止まらせはしない。そのためなら惜しいものなどない。しかしヤシャ王はこれでも倒れず、剣によって空間を切り裂き、4人を異空間へと誘います。ヤシャ王の攻撃はさらに激しさを増しますが、4人の連携によってこれを打破します。まず、ヤシャ王の攻撃をグラディオが受け止め、できた隙にプロンプトが銃弾を撃ち込み、イグニスの指揮のもと、次々と波状攻撃を仕掛け、最後はノクティスのとどめの一撃によって、ようやくヤシャ王の魂を解放します。させるかよ。いけるな、フロント。任せてイグニス、お願い。全力で行く。行けノクト。決める。悪いな、俺は一人じゃない。よくやった。解放されたヤシャ王はノクティスに真の王としての使命を果たすと伝えます。そして自分の兄であるアーデンの魂も解放してあげてほしいと話すと消えていくのでした。兄よ、アーデンを解放してやってくれ。みんなよくやってくれた。あとはあいつを倒すだけだ。
ノクティスは玉座の間に入る前にプロンプトン頼んで最終決戦に向けて1枚だけ写真を持っていきたいと言って思い出の1枚となる写真を選びます。写真見てもいいか？いいけど1枚だけ欲しい。持っていきたいんだ。それは旅の終着点が近いノクティスにとって思い出を振り返る貴重な時間でもあったのです。ほら選びなよ。こうして思い出の1枚を選んだノクティスは玉座の間につながる扉を開くのでした。扉を開けると玉座に座ったアーデンが待っていました。アーデンは玉座はもう空いていないと話しますが、ノクティスはそれに対してそこに座る資格はないと返します。アーデンは真の王となったノクティスを前に、やっと王家を未来ごと潰せると語り、ノクティスを倒すことで自分の復讐に終止符を打とうとします。そこは王の椅子だ。待ってたよ、ノクト。待ちくたびれてイライラしたけどね。やっと王家を未来ごと潰せる。積年の恨みってとこか。執念深。玉座にいるのか？ああ、すぐにつまみ出す。そして関係のない3人を気絶させると、これは俺たち王の戦いだと言って、ノクティスを決戦の地へと誘います。何をした？これは俺たち王の戦いだ。無駄なものはいらない。さあ来い、ノクティス。アーデンを追って外へと出るノクティス。こうして真の王と偽りの王との一騎打ちが始まります。質問させるな。さあ始めよう。ああ、終わらせてやる。王様の力か。物足りないな。もっと本気出しなよ。偉大な力をもらってきたんでしょ。地上での激闘を繰り広げた後、アーデンはノクティスを捕まえて、このままでは復讐が果たせそうだと言って挑発します。それに対してノクティスはまだ終わりじゃないと言うと、真の王として覚醒し、ここからはお互いに覚醒した力を使っての空中戦が始まります。俺とどちらが強いか。力よ。らしくなってきたじゃないか、王様。ノクティスは持てる力の全てを使った一撃をアーデンに放ちますが、両者とも力を使い果たし、地上に落下します。どちらが先に倒れるか。お互いに満身創痍の中、歴代王の魂が現れ、二人の戦いを見守ります。ノクティスは最後の力を振り絞り、歴代王のすべての武器を使ってアーデンを攻撃し、最後はレギスの形見である不王の剣でとどめを刺します。疲れ切って横で伸びてた間抜けが10年程度で俺を超えたと思うなよ。俺がどれだけ闇の中で生きてきたと思ってる。最後それ選んだんだ。最後にアーデンは自分をまた歴史から消し去って
平和な世界を作るのかと尋ねます。ノクティスはもう目を覚ますことはないから安らかに眠ってくれと話すと、アーデンの最後を見届けるのでした。でも今度は眠れるだろう。目を閉じろ。もう目は覚まさねえよ。先に行って待ってるよ。再び城の入り口に集まった4人。ノクティスは真の王の使命を果たす前に3人と最後の言葉を交わします。グロンプとグラディオ、イグニスの名前を呼び、常に胸を張って生きろと伝えたのです。常に胸を張って生きろ。これは旅立ちの日にレギスからノクティスへと送られた言葉で、王としての使命に思い悩んだ時に支えになった言葉です。そんな言葉を最後に3人に送ったのです。陛下。行ってくる。そしてノクティスは胸を張って真の王として玉座へと向かうのでした。ようやく玉座へと戻ってきたノクティスは帰ってきたことを報告します。そして使命を果たす前にルナフレーナや仲間たち、父親であるレギスに感謝の言葉を伝え、人として最後を迎える覚悟を決めます。帰ったよ。ちゃんと胸張ってさ。遅くなったけど強くなった。ありがとなルーナ。みんな親父一緒に過ごせて幸せだった。ノクティスは歴代王の魂を集め、ファントムソードを召喚すると、歴代王の力を指輪に集めます。集え！力を受け取るたびに体が貫かれるような耐え難い苦痛を伴いますが、仲間たちと過ごしたかけがえのない日々を思いながら、必死で耐え忍びます。最後に、あとは任せろとレギスに伝えると、不王の剣をレギスに渡します。あとは任せろ。息子の覚悟を受け取ったレギスは、その剣でノクティスを貫き、ノクティスが絶命することで、すべてを浄化する力が指輪に宿ります。
こうして魂だけの存在となったノクティスは死後の世界へと行き、アーデンの元へと向かいます。アーデンは本当の死に直面して恐怖したのか、ノクティスの背後に存在しないはずの仲間たちの姿を見て激しく動揺します。ノクティスは指輪に込められた歴代王の力を解放し、それをアーデンに向かって放ち、星を脅かす敵であるアーデンを消滅させます。こうして真の王として使命を終えたノクティスも消滅し、役目を終えた紅葉の指輪もまた消滅するのでした。長かったな。気になるエンディングの前ですが、いかがだったでしょうか。よかったら FF15 に関する皆さんの感想をぜひコメントで聞かせてください。FF15 は自己犠牲によって世界を救うというストーリーであるため、あまり気持ちのいいストーリーとは言えませんが、しっかりと感動できる部分もあったかと思います。また、自分に与えられた使命にひたすら従うことになり、その運命に抗おうとはしないため、そこが好きになれないと思う方もいるかもしれません。しかし、そういう方で運命に抗う違うエンディングを見てみたかったと思う方は、一度 FF15 の小説を読んでみてほしいと思います。そこには納得できる大団円のエンディングが待っています。この小説の内容は、本当は DLC として制作される予定だったので、ゲームとしてちゃんと描いてほしかったというのは本音ではありますが、こういった部分も本作の賛否が分かれる一因ですが、また機会があればそういったことについても触れてみたいと思います。ちなみに、このクレジットの映像はロイヤルエディションで追加されたものですが、ここまで見てくれた方なら、この写真一枚一枚を見ていくと感慨深いと思うので、ぜひゆっくりと見てみてください。そして、この映像の最初と最後の一枚を見比べることで、また感動することができると思います。このチャンネルでは今後も FF15 や様々なゲームのストーリー解説などを行っていく予定ですので、気になる方はチャンネル登録してお待ちいただければ幸いです。まだエンディングの前ではありますが、今回はここでお別れの挨拶をしておきます。それではまた別の動画でお会いしましょう。エトでした。
では、気になるエンディングをどうぞ。場面はオートへと向かう前の最後のキャンプの場面へと戻ります。ノクティスは自分が犠牲になることで世界が救われるという自分の使命について3人に話した後に、自分の心情を伝えようと話を切り出します。しかし、どのように伝えていいのかわからず、言葉に詰まります。どうした？俺はくそ、なんだよ、全然出てこねえな。俺な、覚悟して帰ってきたんだよ。けどなんかこうしてお前らの顔見たらさ、悪い、やっぱつれえわ。そりゃつれえでしょ。ちゃんと言えたじゃねえか。聞けてよかった。そして、泣きながらようやく紡ぎ出した辛いという言葉には、王として死ぬ覚悟を決めていたものの、仲間の顔を見て、世界を救った後も、やはり仲間と共に生きていたいという本音が込められていたのです。みんなどうもな。俺、お前らのこと好きだわ。そしてノクティスが救った世界に10年ぶりの夜明けが訪れます。星の病は癒え、日の光によって照らし出されていく世界は美しく、星をめぐる戦いが終わったことを告げるのでした。場面は玉座の前へと変わります。ルナフレーナ、
ここが死後の世界なのか夢なのかはわかりませんが、そこではノクティスとルナフレーナの結婚式が行われていました。レギスはルナフレーナに祝辞を述べます。知っての通り頼りない息子だが最高の息子だ。どうかよろしく頼みます。玉座にはノクティスが最後に選んだ思い出の写真が置かれており、それをルナフレーナに見せたノクティスは彼女に優しくキスをして、使命を終えた二人は仲睦まじく寄り添い合いながら眠りにつくのでした。ありがとう。